チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい。皆様、こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは。カラスマ100です。本日も配信に来ていただきありがとうございます。スケジュール用意してなかったりとかいろいろ申し訳ありませんでした。本日はですね、子供を殺すな、イラン戦争で何が起きているのかということで、最悪の戦争が起きてしまいました。特に女子小学校の爆撃事件と日本の SNS の反応、戦争による残酷な描写、反戦運動への嘲笑などを取り上げたく思いますので、皆さんご視聴には特にお気をつけください。現在進行形の政治問題、差別やヘイトスピーチなどについて取り上げますので、視聴にはご注意くださいませ。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、今回のね、戦争の深刻な話題に関しても、冷笑しながら扱ったりしているわけではありませんので、ご注意ください。あと配信チャットルール、誹謗中傷の禁止等の、ルールをお守りください。はい、ということでですね。はい、皆様お集まりいただきありがとうございます。しょうがさん、ペタさん、音花風花さん、ミニラトルさん、ねぶたさん、無欲さん、OBS エイレンさん、マヤエフさん、キャミスさん、コンカラスです。ミニラトルさん、通常プランに戻っていただきありがとうございます。ありがとうございます。お支援ありがとうございます。あと、小田原風花さん、ご体調気をつけてなさってください。いろいろ先日ゲームの配信とかいろいろすいませんでした。申し訳なかったです。はい、ありがとうございます。いつも来ていただいてありがとうございます。マヤフさん、コンカラスです。昨日はアメリカ領事館と JR、駅前でアメリカ・イスラエルの国際法違反に抗議するスタンディング参加しました。お疲れ様です。お疲れ様。いつも抗議活動お疲れ様です。ありがとうございます。いや、ほんと第3次世界大戦ですよね。はい。タイムさん、コンカラスです。子供を殺すなというメッセージをわざわざ出さなくちゃならない世界が嫌すぎるということでね。いや、それに対してね、なんかバカにしてくる人もいますからね。本当ね、腹立ってしょうがないんだけど、結構マジ切れしていたんですけれども、今ちょっと落ち着いていますが、はい。ということでね、割とね、精神的な不調とかもあってね、いろいろちょっとバタついていたんですけれども、はい。頑張って、戦争に反対していこうと思います。はい。伊沢さん、ケイトさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。サンセットバスター様はコンカラスです。アイコン変わりましたね。かわいい。小学校空爆がイランの誤爆という、デマありますね。デマ流れされてますね。はい。それちゃんと取り上げますんで、よろしくお願いします。はい。ちゃんと取り上げます。はい。ということでですね、今回の配信なんですけれども、いつも通りですね、すいません、ちょっといろいろ長くなったりとかで、割とヒートアップしながら探したりしていたので、ちょっと長としているんですけれども、早回しでいきたいと思っております。まずオンライン署名、日本政府は米国とイスラエルによるイラン攻撃について抗議声明出してください。はい、いろいろなんか小泉さんがなんか思わず肯定しちゃったみたいなことを口走ったりとかいろいろしたんですけど、ちょっと、表現を修正していたので、今回日本政府はね、別にそのイスラエルべったりというわけではございませんが、抗議声明ぐらい出せよという話ですね。はい。で、あとですね、ちょっと今時期をなんか逸してしまった感がちょっとあったんですけれども、参政党がまたイベントやるっていうことで、参政通るという歌ってみた動画を出しました。はい、下手くそな歌ですが、よかったらですね、聞いてみてください。アレンジしてくださった音原風花さん、ありがとうございました。あとですね、ガザ自由への戦いという名作が、ですね、これちょっと知らなかったんですけれども、今、無料公開されて、アジアンドキュメンタリーさんで無料公開されているそうでございますので、よかったらご視聴ください。はい。あと、今日ですね、ちょっとこんな状態なんですけれども、ひな祭りです。すべての、女の子と女の子を祝福しますということでですね、私は同性婚に賛成しております。はい。ということでですね、
ね、今回取り上げないけど、そう、ネタニヤフがドイツに逃亡したとか言ってる左翼の人がいたんですけど、それ完全なデマなんで、絶対信じないでください。はい。デマです。はい。だから左側からデマ流すのやめてほしいんですよね。信じる人出てくるから、はい。気をつけてください。本当にと思いました。はい。ゆうこさん、ここからです。はい。金銭的余裕少し出てきましたということで、はい。いやいや、ありがとうございます。全然ご無理なさらないでくださいね。はい。いや、本当にね、子供殺しちゃダメみたいなところからなんか議論しなきゃいけないの、マジで嫌なんですけどね、本当にうんざりします。はい、私、カラスマ100区は、参政党のイベント競争を応援しておりません。ギャンブルネキスなコンカラスです。参政党マジで良い歌詞ですので、やさはごひいきには、歌詞はね、結構よくできてると思います。歌詞はね。はい。歌詞だけ読んでってください。もし私の歌聞くの嫌だっていう人は、ミュートして歌詞だけ見ていってくだされば、いいかと思います。歌詞入れは、風花さんがしてくれました。ありがとうございます。承知するしかないよ、こんな世の中っていうことでね。はい。ということでですね。ただまあ、いろいろあるんですけれども、早速、まあ、このような状況でも話していかなければなりません。ということで、まず、イラン戦争、学校は標的ではないという話からしていこうと思います。戦争の終末、中東での最初の48時間ということで、ABC ニュース、まあこういうのになると本当さすがだなという感じですけど、まとめてくれてるんですけど、イラン、イスラエル、米国は戦争状態にあり、その影響は地域全体に広がっていますということで、米国が突然イランへの攻撃を仕掛けたことで、地域的な大戦争になっております。イランの少なくとも18の州で攻撃が確認されており、さらにイランからはですね、まあ、ハメネイ最高指導者が殺されるという、ちょっとショッキングなことが最初にあったんですけれども、それでイランの体制が崩壊するかというと、まあ、そんなうまくいくはずもなく、革命防衛隊は、暴力的な反撃に出ておりまして、イスラエル、イラク、シリア、オマーン、ヨルダン、クウェート、バーレーン、カタール、サウジアラビア、UAE などの、近隣のですね、割と親米的というか、アメリカの軍を置いてる諸国に対してめちゃめちゃな攻撃を繰り出してます。はい。まあこれでですね、米軍リスクがまあ明らかになったっていう話もちょっと後でしようと思うんですけど、要は米軍を置いてるね、周辺諸国に対してミサイル撃ちまくってるんですよ。まあ確かにイランとしてれば合理的な行動なんですけど、やっぱり米軍基地を置いてるとですね、こういう時に標的になるっていうことですね。はい。で、まあ、初日の攻撃で、イランの最高指導者であるハメネイが、殺害されました。これについては、まあ、アメリカ側の狙い通りというか、作戦は、一応終わったという感じなんですけど、それで攻撃やめてくれればいいのにですね、なんでか知りませんけれども、現在報復合戦のような状況になっております。はい。そうですね、ウクライナ戦争でも多くの子供が犠牲になりました。ちょっとその話もしますが、はい。いや、トルコのエルドアンはね、なんか外交だけはまともなんですよね。だからこういう時はちゃんと非難声明出すので、なんか評価に困るんですけどね、はい。ですね、キム・ジョンウンもそう、非難声明出してますからね。悲しみさん、コンカラスです。取り上げてくれると期待しました。今日はおいとましますということでありがとうございます。はい。アメリカと連名でそうですね、サウジアラビアとかバーレーンはね、前ら調子いいなって感じですけれども、まあ、非難声明を出したりしています。で、最悪の事件は、まあ、初日に起きました。ミナブにある女子小学校が爆撃を受け、多数の児童が死亡。この学校は、イスラム革命防衛隊基地の近くにあり、まあ、そのためではないかと、まあ、誤射だったのではないかという説も今囁かれているんですけれども、まあ、その点も含めて私は意図的な攻撃ではないかというふうに思っております。はい。ということでですね。で、今、まあ、アルジャジーラはリアルタイムでいろいろ更新してるんですけれども、米国とイスラエルの攻撃による死者数は787人まで増加したそうです。はい。もう言葉がないですね。で、イスラエルによるイラン南部のこのミナブというところの地域の小学校に対する攻撃なんですけども、死者数165名という、ちょっと信じがたい大惨事となりました。亡くなられた方には哀悼の意を表します。
イランの発表によると、ミナブの女子小学校を襲ったイスラエルの攻撃による死者数は165人に増加。やったのはですね、例のイスラエルディフェンスフォーシーズ、イスラエル国防軍、侵略軍ですけど、イスラエル侵略軍ですね。ミナブの地元検察官は、土曜朝に開始された米国とイスラエルの大規模攻撃の最中、こちらのですね、女子小学校への攻撃で他に96人が負傷したということでですね、ほぼ全滅に近い衝撃を受けたということです。はい。今回の攻撃は、アメリカとイスラエルの軍事目標のみを標的にしたという主張に根源から疑問を投げかけるものであるということで、イラン革命防衛隊を狙ったとしても、なぜね、一撃でハメネイを葬るほどのね、高精度を誇っているイスラエルの攻撃がなぜ都合よく女子小学校に都合悪くというかそれてしまったのかっていう疑問が生じますよね。なんでこんなことしたのという。そしてイスラエルもそうだし、アメリカはね意図した攻撃ではないと言い張っていますし、そんなこと知らないみたいな態度をとっているんですけれども、アメリカの国務長官ルビオは意図的に標的にはしていないということを言ってます。女子小学校が攻撃を受けて160人超が死亡したとイラン国営メディアが報じたことについて、意図的に攻撃をすることはないと述べました。ユネスコであったりとかノーベル平和賞受賞者のマララ・ユフスダイさんも、この件を強く非難しております。ルビオは、記者会見でこの件について問われ、仮に我々の攻撃だったとすれば、戦争庁が調査するはずであり、米国が意図的に学校を標的にすることはないと言い張ってるんですけどそりゃそうだよね。アメリカの攻撃じゃないもん。イスラエルの攻撃ですよ。イスラエルはこの3年以上にわたって学校を標的にして攻撃し続けてるでしょ。だからその延長線上にある攻撃であるとしか、私にはちょっと考えられないですね。おそらく証拠は出てこないと思いますけれども、はい。ずっとこういうことを繰り返してる人たちなので、はい。ということですね。やっぱ失礼はさん、コンカラスです。腐った権力者の私利私欲により子供が死に、一般人が死に、駆り出された兵士も死ぬということで、いや、本当みんな被害者ですよね。はい。だからなんで本当子供たちが犠牲にまずならなきゃいけないのかと。しかもこれ初日ですからね。だからドンパチやって、それでも嫌だけど、許せない話ですけれども、激しい戦闘の中で巻き込まれてしまったというような話ではありません。初日に空爆した先が女子小学校だったんですよ。なんでやねんっていう話じゃないですか。はい。そう。もう独裁者をだから武力で倒してもね、別の独裁者が出てくるだけなんて意味ないっすよ。多分今回のおそらく最悪のシナリオだと今回のねイランの、ハメネイは死にましたけれども、ハメネイ以上に独裁的な人が出てくるんじゃないかというような、シミュレーションも今されてますよね。はい。ヨーロッパ諸国もね一斉にイラン非難してんのおかしいですよ。こんなことしといて。だから本当イスラエルが絡むとね、あの人たちの判断ね、完全にダブスターですもんね。はい。いやでも本当誤射だったっていう言い訳をね、用意するためにわざわざこの小学校を狙ったんじゃないかっていう風にさえ私は思うんですよね。イスラエルってそういうことやってきてる人たちなんで、ちょっとこれから言いますけど、はい。そう、完全ガザでやってきたことですからね。そうですね。だからこれでイランが報復に出たこと自体はその米軍のリスクを出すものなんですけど、だからといって米軍基地をいきなり追い出せとは言えないと思うので、大きくは変わらないんでしょうね。はい。こんなことしてウキウキな上にイランの攻撃で米軍人が死んだ報復するとか言っちゃうトランプという人にノーベル平和賞の盾譲った人がいますよね。盾を譲ったのはベネズエラの人から平和推薦したのは我が国の首相と名乗っている人でございます。いや本当国際人権法が完全に形骸化してますよね。迷惑極まりないですよ。病院やね学校に平気でミサイルぶち込んでいる人がね何を言ってんだっていうもう話でしかないですよね。はい。そう結局ハメネイってね後で説明しますけど天皇的な存在なんで、その後軍部が後に引けなくなるんじゃないかっていう話になってますよね。
ということで、これヒューマンライツウォッチさんのまとめなんですけど、イスラエルはここ3年以上ですね、学校を攻撃し続けています。ハマスの基地だって言って。パレスチナ民間人を保護する学校に対するイスラエル軍の攻撃はガザ人口の大多数である避難民にとって安全な場所がないことを浮き彫りにしています。2023年10月の日以来、イスラエルによる数百件の攻撃が500件以上の校舎を襲い、その多くは避難所として使用されており、数百人の民間人が死亡し、ガザ地区のほぼ全ての学校に重大な被害を及ぼしました。だからこれをずっと言ってるでしょ。なんで聞いてくれなかったのっては悔しいんですけど、気持ちですよね。だからイスラエルがこういうことをやってる時点で、絶対にこの人たちをですね、そもそもだから戦争に参加する権利がないですよね。国際法を守らないし、学校だろうと病院だろうと理由つけて攻撃する人たちなんだから、だからね、そういう人たちに刃物ね、包丁、ミサイルみたいなの持たせちゃいけないじゃないですか。一番ね、ひどい被害としてはですね、2024年8月10日のアルタバー園という学校への攻撃ですね。国連人権事務所も非難していますが、数十万人の避難民パレスチナ人が避難している学校に対する IDF の、攻撃の頻度が増加していると。今朝午前4時30分頃、礼拝中で、しかも礼拝中だったんですよね。礼拝中で多くの人たちが集まっていたアルタバー園学校のモスクを、が攻撃対象にされ、少なくとも93人のパレスチナ人が死亡、中には子供11人が含まれていたと。死者の大半はモスク内で祈りを捧げていたとみられ、さらに他にも数十人が重傷を負っていると。こういった攻撃をですね、確かにここまでの死者を出したのは数回ですけれども、何十回も繰り返してるわけですよ。で、ずっと国連とかね、イスラエルを非難している、国際社会の人たち、ヒューマンライツウォッチの人たちとかはずっと非難していたけれども、アメリカは放置してたわけですよね。だから、それを許し続けてきた結果がこれでしょって私は思うんですよね。だからこれが誤射か意図的な攻撃かは分かりませんし、イスラエルはね、自分たちのせいじゃないって言い張ると思うんですけれども、そもそも学校を標的にして攻撃するような奴らだから学校を標的にするんですよ。一貫した行動じゃないですか。はい。だから今までこういうことを一回もやったことないかった人が誤ってやってしまったというなら、まだ1億歩譲って話は分からなくもないですけれども、今まで何百回とやってきてるんですよ。何百回と学校を攻撃している人がいきなりこういうことを初日にですね、イランに対してもやって、私たちはわざとではありませんって言っても信用できないですよね。はい。証拠は出てこないんだと思いますけども。トミキリオさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。だから本当この件だけでも強く非難すべきですよ。イスラエルとアメリカを非難してくださいよというね。本当情けないですね。はい。ちなみに戦争長官ヘグセスっていう人は白人至上主義の衣装の入れ墨をしております。はい。だからもうそういう思想のやつなんだよな。はい。もう第二次世界大戦の日本もそうですけれどもね、やっぱり戦争でまず子供やね、弱い立場の人たちが命を失うっていうことですよね。そう、しかも人がいる時間帯をわざと狙って攻撃してますからね、言い訳の余地がないと思います。はい。国際法違反の先制攻撃を堂々とやりましたと宣言しているイスラエル。弱い者から殺されることが常となっている世の中は本当何なんでしょうかね。人が人に加えられる残虐な所業にはどこまでも果てがないのかということでですね。だからその保守派の人たちにはね、思い出してほしいことがあるんですけど、マリウポリの劇場に対する爆撃事件というのが2022年3月16日にあったんですよ。ウクライナの今ロシアに支配されているマリウポリというところに州立劇場がありました。とてもね大きな劇場でして防空壕として使用されてました。そこにウクライナの人たち1300人の市民が避難してたんですよ。そこにですね、ロシアは何回も数百トンの爆弾を落として、300人が死亡しました。で、ウクライナの人たちは、どうしてもここだけはね、子供たちが多く避難してたんで、攻撃されたくなかったんですよ。だから、ロシア語で、チルドレン、子供たちっていうメッセージをこの写真ね、当時見たことある人い
いらっしゃると思いますけれども、こうわざわざですね、校舎外に書いて、校庭部分に書いて、ここは攻撃しないでくださいって、攻撃目標ではありませんっていう風に書いていたのにもかかわらず、ロシアはここを狙って爆弾を落としたんですよ。で、この時世界中がブチ切れて非難したじゃないですか。だからなんでイスラエルに対してだとこれができないのかって思いますよね。はい。もう私もめちゃめちゃ怒って、プーチンを逮捕しろと言った記憶がありますけれども、まあ当然だからこれ戦争犯罪だし、まあロシアはね、アゾフ大隊がやったとか、また人のせいにしてるんですけど、やるわけねえだろっていう話ですよね。だからね、こういう戦争犯罪をロシアが堂々とやっていた時は欧州が一致団結して非難してたじゃないですか。でもイスラエルがやり始めたら全然何も言わなくなって、今度ね、イラン相手にやっても今度もまた何も言わないのかいっていう話ですよね。だから結局自分たちの党派性とかね、ヨーロッパ側か反ヨーロッパ側かっていうので線引きしてるだけではないかという気がします。はい。ちゅうことでですね。ロングさん、ここからです。初コメありがとうございます。今回はイスラエルが攻撃してますよ、もちろん。はい。先制攻撃をしたのはイスラエル側です。イランの核武装を断じて許さないみたいなことを言ったらしいってニュースを見て、イランの核武装かよ。いや、それはまあ、許されませんけど、今更っていう感じですね。はい。子供を殺していいわけがないですよ。いや、本当ですよ。はい。だからガザ虐殺の時にイスラエルにロシアと同じ基準を適用して、世界中が非難してればこんなことになってないんですよ。はい。そうですね。サウジアラビア、本当腹黒いっつったら言い方悪いかもしれないけど、ひどいですよね。まあ結局シーア派と、スンニ派の対立があって、アメリカ側に今ついてるわけですよね。だからそこは、同じ中東だからって言って、10羽一からぎにしてはいけないと思います。アプアパ P さん、赤いリアスよっちゃん、昨今カラスです。午前中に攻撃となった理由は単に指導者と幹部たちの予定が CIA の調査により判明したからで、もともとは夜中の攻撃予定だった。そうなんだ。なるほど。そこはちょっとすいません。私が先走ってしまいましたけど、人がたくさんいる時を狙ったっていうわけではないんですね。ありがとうございます。補足ありがとうございます。すいません。訂正いたします。はい。田村智子委員長の質問に、政府はイスラエル、アメリカの攻撃が国際法違反だと判断するだけど材料を持っていない。材料を持っていないそんなこと言ったんだ。材料を持ってるだろう。どう考えても国際法違反でしょ、これは。ね、これが国際法違反じゃなかったら何が国際法違反なんだよって感じですけどね。はい。だから子供を盾にしたね、イスラエルが悪い。いつも、イスラエルじゃない、イランが悪いっていう、いつものね、ハマスが悪いの、仕草ですよね。だからやっぱりイスラエルがやってることって変わらないなと。パレスチナ人の人たちを虐殺してる時にもそういうこと言ってるわけですよね。はい。そう、だからやっぱりイランとかね、パレスチナの人たち、アラブ圏とかイスラム圏の人たちの命っていうのはどうでもいいっていうふうに思ってるんでしょうね。それが本当差別そのものだと思いますよね。青葉スンサーコンカラスです。だからプーチンもネタニヤフも逮捕しなきゃダメなんですよ。だからそういう一貫した基準を持ってるのがね、ICC とか ICJ とだけっていうのがおかしいし、ICC に対してトランプが制裁とかしてるのももっとおかしいんですよ。日本人が象徴なんだから、日本は ICC 側につけよって思うんですけどね。はい。はい。核武装が非難対象であることが理解している人が自国の核武装を考えているとも思えないですね。はい。そう、イスラエルはだから結局これで世界中に迷惑かけてますよ。ホルムズ海峡閉鎖されてますからね。はい。だから、なんかね、中国も損してるぞみたいなこと言って喜んでる人が一部いますけど、いや、日本の方が危ないからエネルギー供給を頼ってるでしょっていう。イランがその気になれば中国系のね、そういう新イランの国だけ、海域を通すっていうようなね、こともできなく、ゲートもできなくはないので難しいと思いますけど、アメリカとドンパチやりながらだと難しいとは思いますけど、やりかねないので、本当にね、日本にとっては大迷惑な話だと思いますよ。だからイスラエルとアメリカのせいで世界が石油危機に陥る危険が出てきてるわけですよね。はい。ロシアがロシア系の住民を守るっていうね、言い訳してたんだけどね、そういうのさえないですからね。グレタさんは言ってましたね。イスラエルは怖くないよって、世界中の人々の無関心とね、人間性の喪失が怖いんですとおっしゃってましたね。
アンナエサコガラスです。来ていただいてありがとうございます。ひな祭りのひなひなの話、ツイッターで家父長制の延命措置的な印象との指摘を見かけました。婚姻制度含めあらゆる前段に基づく制度や表現は大なり小なりそうかと思いますが、ひな祭りが家父長制のフォーマットがなぞる以上、そのような指摘はあるかもしれません。確かにまあね、まあ婚姻制度自体をね破壊しなきゃいけないというフェミニストの方もいらっしゃいますからね、それはそうだと思いますが、だからただそれは同性婚に反対する理由にはならないかなとは思います。でもそうですね、世界の多くの人々は彼の人らの命がどうでもいいというか、知らないっていうところがやっぱり大きいのかもしれないですね。はい。そうですね。すみません。ちょっと冷たすぎる言い方だったかもしれないですね。すみませんでした。やっぱりこの問題をね、認識してないっていうか、やっぱり中東の人たちに対してね、親しみを持ってない、どういう国の人たちかもわからない、そもそもね、イランとかね、イスラエル、パレスチナがどこにあるかもわからないっていう人が多いわけですから、もっと力を入れてやっぱ報道しないといけないですよね。本当は日本のマスコミダメだと思います。新聞は今回ちょっと頑張ってますけど、やっぱりテレビですよね。そうなると問題は。はい。ですね。カズさん、アブソリュートさん、コンカラスです。イランは道徳警察と治安部隊による女性に対する弾圧と暴力など許されないことが多いです。しかし、アメリカとイスラエルの愚行も許されません。はい。それが真っ当なね、左翼の立場だと思います。私もそうだし。だから誰もね、ハメネイを肯定してこんなこと言ってんじゃないんですよっていう話があんまり通じないんですけどね。はい。ですね。そう、中東のどこの国がどういう体制であろうと、そこを変革するのはね、イラン市民の皆さんですからね、その話ちょっと後半でやろうと思ってます。イラン最高指導者の居場所を特定してピンポイントで爆撃して殺害できる軍隊はイスラエル軍ですね。女児の学校を誤爆するわけがないんじゃないでしょうか。イランに対するこっちには何の多分もないぞという威嚇ではないでしょうか。イスラエル軍はもともとですが、米軍も最低な卑劣な軍隊になりました。追記するけど、米軍が卑劣なのは元だからだということは分かっていますが、これまでは何とか大義を作り出そうとしてたし、言い訳もしてたし、民間人虐殺や国際法違反の虐待が発覚したら軍事法廷で将校や兵士を裁くこともあったが、トランプになってからそういった建前さえね、ほぼ崩壊してるっていう指摘は真っ当なものだと思います。で、そのアメリカがさらに人で神経を逆なでするようなことをやっているんですけど、安保理会合でですね、紛争下の児童をめぐって児童は保護されなきゃいけないみたいなところに、トランプのね、パートナーさんのメラニアさんが出てきて、そういうことを言って、イランがね、お前らふざけてんのかってよく抜け抜けてそんなこと言えるなというふうに怒ったようです。当然だと思いますけど、ただこのテーマでどうしてもアメリカから人を出さなければいけないということを考えると、トランプ政権のメンツの中で紛争下の児童の人権を考えているのはメラニア夫人ぐらいしかいないというもう笑うに笑えない話ですけど、確かにその通りだなとちょっとこのコメント読んで思いました。私も普通にだから最初はイランとね同調して怒っちゃってたんですけど、確かにメラニアさんが悪いけどトランプファミリーと言われる人たちの中では一番比較的まともな人だから、こういう場に出すんだったらメラニアさんしかいねえんだなって、他の人だったらなんかわけのわかんないそういう人種差別的なことを口走ったりしてもつますで問題をこじらせる可能性があるなとちょっと思いました。はい。ですが、当然のことですけれども、これは本当に戦争犯罪であるし、絶対許されない行為だと思います。なんとしても、真相を解明してですね、イラン側の被害者の方々にアメリカとイスラエルは謝ってほしいと思います。はい。ということで、まず事件の概要でした。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。
ちょっとコメント欄ですが、そうですね、宗教戦争っていうのはちょっと違うかもしれないですね。まあ、地域の権力争い、覇権争いなので、サウジアラビアと、まあ、先ほどね、シア派とね、スニ派の対立っていうのは確かに背景にあります。ありますけれども、まあ、親米国家か反米国家かっていう対立はね、昔からあるものなので、まあ、どちらかというと、そういったフレームで考えるべきだと思いますよね。まあ、反米のね、両軸であったイランと、まあそれがね、今力を失って追い詰められて、まあ親米国家の代表格であるイスラエルが攻撃してるっていう話ですね。で、まあイスラエルはその人間の心というよりかは、やっぱりそのわざとっていうか人間性をやっぱ喪失するような、そういうね、思想というか、ナラティブを流してるんですよね。だからパレスチナ人はみんなテロリストだとか。だから一種ね、軍人さんの人たちもね、洗脳されてるような状態に近いんじゃないかと私は思ってます。はい。まあ、興味ある人はね、興味ある方はですね、私の、パレスチナ関連の配信とかぜひ見ていただければと思いますが、まあ、イスラエルのテレビ局とかも本当にやばくて、もう変更報道っていうレベルじゃなくて、もうイスラエル側に都合のいいことしか言わないみたいな感じになっちゃってるみたいなんで、まあ、そういう情報環境にさらされるとですね、やっぱり当然のロシアもそうですけれども、こんなね明白な悪事でもまあ私のせいじゃないみたいな感じになってしまうのかなというふうに思いますね。はい。そうですね。イランはけしからんけど、イスラエル、アメリカはもっとけしからんっていう感覚じゃないかっていう気がするんですけど、なんかそういう話が通じねえんだよなっていうそうですね。だから陰謀論みたいなね、やっぱりことを信じちゃってる人たちが多いと思いますよ。はい。だから大日本帝国っぽいですよね。はい。はい、そしてちょっとここから閲覧注意なんですが、綾川健太さん、ここからです。ちょっとここから閲覧注意なんですけど、こうした、アメリカ、イスラエルの悪逆非道を、まあ、非難するしかないと思うじゃないですか。それに対する日本の一部の人たちの反応を取り上げたいと思います。ママ戦争を止めてくるわが賛同されなかった残念な理由とは何か。衆院選で注目された SNS ハッシュタグママ戦争を止めてくるわについて一部のメディアが賛否入り混じった反響だったことを報じ、ちょっとした話題となりましたが、盛り上がらなくて当然だと思いました。ちなみにこの小木曽健さんという方が書いてるんですけど、3月2日の投稿でございます。しかもこれ写真使ってのイランの戦争の写真ですよね。はい。現在米国イスラエルがイランを攻撃して大騒ぎになっています。大騒ぎになっている、果たしてママ戦争界隈がこれらに対しても同様の熱量で抗議をするのか正直疑問であります。ロシアによるウクライナ侵攻ではウクライナの人々が必死に反撃し国を守っていたのに対し、界隈からのプーチンを許すなというムーブメントは見られませんでした。これまで戦争や命といったタクティカルな事象に対し自分の好みや党派性で態度をオンオフする、いわゆるダブルスタンダードな振る舞いを多くの人が冷めた目で、見つめていたのは事実でございましょうと。ママ戦争界隈にはもし日本が攻め込まれたら降伏すればいい、防衛費はいらないというびっくり的な発言をされる方もいらっしゃるので、そういった方々にはぜひロシア兵が、戦場でウクライナ人を拷問している事実について今直視していただきたいと思います。ロシアは我が国の隣国です。バランスの取れた国防が必要なのです。というようなことを書いていらっしゃるんですけど、なんか一応ちゃんとそのガザ虐殺とかに反対してる人だったら困るなと思って調べてみたんですけど、フォルザスタイルというところでですね、小木曽さん昔これ記事を書いてまして、24年4月なんですけど、立ち小弁レベルの落書きをアートと評するっていうことで、当時ですね、落書き、フリーガザっていう落書きをして逮捕されてしまった反戦運動家の方がいらっしゃったんですよ。まあこれも不当逮捕じゃないかとは思うんですけど、確かに逮捕されたこと自体はね法律違反だからということなんですけど、まあこの人はですね、その人も嘲笑して、犯行に至った理由はガザ侵攻に対する日本政府への抗議だそうです。それもしかしてイスラエルに抗議すべき話じゃないんですか？なんで日本の観光庁に落書きするんですか？実際かなり早い段階で上川外相が現地に乗り込み、ガザに対する多数の人道追加支援や物流確保の協力、双方に休戦の働きかけも行ってますよね。もしかしてニュースとか見てない人なんでしょうかと。政府と戦っている、反戦している俺ごっこをしたいのなら家の中でやってくださいと。まあもうなんか何も言えないですね。最初すげえムカついたけど、なんかもう呆れてしまっても何もコメントができないすごいよね。だから
イスラエルじゃない、アメリカと日本ってだって同盟国なわけでしょ。アメリカと日本って同盟国で、アメリカとイスラエルが虐殺やってんのに、まあ、それに対してね、反対をするとですね、家の中でやってろみたいなことを言うと、まあ、それはね、戦争止めてくるわみたいなこともね、お前ら家の中でブツブツ言ってろみたいなことになりますよね。すごいなと思います。まあでも、やっぱりアメリカの絶対的な支持者ってこういう人なんじゃないかなと思います。なんかよくマガの人とか、まあわかりやすいネトウヨ的な人とかが注目されますけど、本当はね、この国際大学グロコムの研究員である小木曽さんのように、まあ何が何でもアメリカの利益を守りたいっていう人は、こう言ってね、反対派を嘲笑して、もうとにかくアメリカ様に逆らうやつは絶対にバカだから絶対許せんみたいな、まあことをね、吹聴してるのかなと思いました。はい。いやー、すごい。で、ちょっとこの記事すごかったですね。最悪っていう感じでしたね。サズデさん、ここからです。ガザとウクライナの犠牲を顧みて、いやでも本当この人ウクライナの犠牲も間接的にバカにしてますよね。だから反戦運動は良くないみたいなこと言ったら、それはね、ウクライナの反戦運動してる人ってパレスチナの反戦運動してる人はいっぱいいるんだけど、どう思ってんのそれをってもうどうしても左翼を叩きたい界隈というラベリング、大騒ぎってその程度の認識しかねえのかよっていう。これにわざわざ記事書いてまで嘲笑して突っかかるのか全く理解できない。いや、ほんとなんかアメリカに逆らうやつが許せないんでしょうね。すごいですよね、その執念というか。いや、このスローガンを笑うこと自体がおかしいですけどね。はい。何を見えてんだよっていう。こんなことを全世界に向けて発信しているのはという。まあ、反高市派のプロパガンダというのは事実の一面かもしれないし、まあ、女性性をね、利用してるっていう風な批判もあったので、それは確かにすべきだと思いますけれども、この人の言ってることはそういう次元の問題でもないですよね、もう。だから、国際大学のグロコムどうなってんのっていう感じですけど、はい。ですけど、まあ、ただ X にはですね、先ほどコメントはありましたが、この人以上の、存在がたくさんいます。ちなみに、ですね、小木曽さんは、この事件によって表に出た統一教会問題で、統一教会が解散命令を受けることになるのをテロリストである山上による暴力による現状変更として民主主義国家では認めてはならないという、まあ、統一教会を応援している人ではあるそうです。はい。戦争を止めるなら今ですよ。実在すらしない架空の敵、戦争賛成派が先端を開くという幽霊のような脅威を意図的に作り上げては煽り立て、それをもとに生まれただけで薄っぺらい標語を皮肉られただけで激しく感情をあらわにする陰謀論者たちが大量発生するのは笑えますね。はっはっはっていう。まあこういう人がすごく多いんですけど、書いて、日付見てみればわかると思うんですけど、2月28日にこのホット投稿してんですよ。いや、この時は知らなかったのかもしんないけど、直後にこの事件の報道出てるよね。165人死んでんですよ。よくこんなこと書けますよね。すごいなと思います。まあ他にもいっぱいいるんですけど、まあ戦争はここで見守ってるわ。都合が悪くなったわ。と。戦争を止めてくるわな。後にリアルな戦争が始まったら違うわ。あれは選挙用だったのとか、ヘタレたことを言ってるからバカにされてるんです。いや、誰もそんなこと言ってないけど。戦争を止めてくるある人たち、さあ今すぐテヘランへどうぞ。どうやって止めるのか知りませんけど。本件のツイートは謝罪いたします。あまりに図星すぎたせいか、一部の会話を、これおかしいです。って差別用語ですが、させてしまい、その会話があまりに尻滅裂であることを全世界にさらしてしまいました。一応補足しておくとこれ冗談ですからね。あの会話ってこの程度ジョークが通じない可能性もあるから念のため言っておきます。これ3月1日に補足してるんですけど、ジョークだと思ってる。ジョークとして通用すると思ってるんですね。すごいな、これも。誰も戦争するなんて一言も言ってないのに、あたかも戦争を仕掛けようとしているからようなレッテルを貼り、厳しい安全保障環境にもかかわらず、憲法9条と対話で戦争を防ぐんだという頭を腹畑の戦後最悪ムーブを決め、現実を見ている有権者にソース感を食らったんですと。まあ言ってますけど、これ少なくとも中道改革連合の話じゃないですよね。彼らだって安保法制賛成って言ってたじゃないですか。誰のことを言ってんのっていう。まあ感じだし、まあ全然意味がわからないんですけれども、まあなんかその幻想上の左翼みたいなのを攻撃してるのかなというふうに思います。はい。
いやー、ちょっとすごいですね。まあ、こういう、だから、その、反戦自体を冷笑するようなね、まあ、だから間接的にやっぱりこういう人たちってアメリカの味方をしたいんだろうなと。ただ、アメリカとイスラエルがやってることがあまりにもひどいので、ストレートにやっぱり肯定すると戦争肯定派になっちゃうじゃないですか。それは言いにくいから、やっぱりこういうその左翼の連中がおかしいみたいなことを言って、話をそらそうとしてんのかなと私は思いましたね。はい。戦争をやめましょうという方が確実にいいことを陰謀論で封じ込めるのは典型的な陰謀論者ではないでしょうか。止めてくるわって言い方が始まったものを止めるっていう話にすり替えられやすいのを狙われた。まあそうですね。そのフレーズが誤解されやすいっていうのは確かにそうだったかもしれないですけどね。はい。本場のマガですらトランプに引き始めてるのに。選挙のヘタレたこと言ってるってのはブーメランですけど大丈夫なんでしょうか。なんか会計士は職業は関係ないと思うけど、このなんか新宿会計士って名乗ってる人は本当に新宿の会計士なのかわからないし、なんかそのなんでしょう金融評論家だと名乗ってらっしゃるんですけど、金融評論家らしいポストはほとんどないですね。はい。ですね。人がいっぱい死んでるの本当にどうでもいいんですよね。いや、本当どうでもいいんでしょうね。すごいですよね。やっぱり中東のこと、まあ知らないからだと思うんですけど、だからその人が死んでるんですけど、なんかこんなこと言っていいと思ってんのかな。そうね、結局こういう霊障系がやっぱりね中核ですよね。はい、こっちが正体だと思います。まあ露骨な差別ポストとかが目立ちますけれども、やっぱりそうじゃなくてこういうなんかね左派を霊障したりとかですねアメリカとかね自民党に都合の悪いことを嘲笑するっていう、のがですね安倍政権時代からそうですけどネトウ予想って言われる層の中核的な主張なのかなと思います。はい。防いでくるわだったらという気持ちもなくはないけど、始めた人を責めてもしょうがないし、そうですね。だから始めた人を批判してもしょうがないって話だと思いますけどね。別に嫌だったら別のタグ使えばいいだけの話なんで、戦争に反対してくださいよっていう。リベラルや左翼をバカにし、霊障するためなら戦争や人の死を利用するの本当に終わってる。いや、本当そう思いますよ。なんかね、私もこういうだから配信とかしてるとなんか、なんでしょう。プロパガンダに子供の命を利用すんなとかたまに言われたりしますけど、それはあなたたちでしょってね、話でしかないですよね。憲法9条と対話で日本が戦争に参加できないしてきたのって戦後左翼じゃなくてむしろ戦後保守でしょ。まあ田中角栄みたいな人ですよね。典型的には。彼は本当にやりましたからね。はい。なるほど。まあイランとパレスチナの肩を持ってなんか日本が得するのかっていうようなまあ素朴な感覚はあるんでしょうね。こういう人たちは親米が多分身に染みついてるでしょうからね。はい。私は逆立ちしても市民の一人なので、なぜその立場から発信をしないのか、なぜ軍上層部や政治指導部の上に座ったつもりになるのかっていうまあそこがやっぱ権威主義者の特有のね心理的なまあ状態なのかなと思いますけど、やっぱり権威にね乗っかったつもりになっちゃうんでしょうからね。はい。だからまあ人間としての感情がないわけじゃ全くないし、まあ安倍さんとかにはすごく同情してたわけじゃないですか。こういう人たちって暴力いけない、テロいけないみたいなことは言ってたわけですよね、この小木曽さんも。だけどやっぱりそこ選択的同情なんですよね。多分自分が身内だとか仲間だと感じる人には同情するけれども、そう感じられない相手とか敵と見出してる相手にはすごく冷たいっていう、まあなんか敵と味方にやっぱ分けるタイプの考え方なのかなという気がしますし、でもそういう考え方がやっぱ戦争を生むんだと思いますよね。はい。人間はみんな平等なので、はい。私だってね、ネット右翼の皆さんとあんまり喋りたくないけどねそれはねしょうがないじゃないですか。対話しなきゃやってられないんだからって思うんだけどね。はい。で、まあ、本音をむき出しな人も中にはいらっしゃいましてこれひどいんだ、本当動画ひどいんだけど、トランプ大統領はたった2ヶ月で2つの独裁政権をぶっ壊した、最高だぜみたいな、X と AI で素敵な世界へみたいなですね。まあ、こういうのは逆になんか一周回ってちょっと分かりやすいですね嘲笑したいわけじゃないですよ。嘲笑したいわけじゃないけど、まあ、本当にトランプさん好きなんだなという感じがします。まあ先ほども見ましたけど700人ものね民間人の方々が殺されているわけですけど、まあそういうのがなんかかっこいいとかでまあ悪いやつをやっつけて最高だぜみたいな
単純な世界観なんだろうなという気がしますけど、世の中そんなに単純ではございません。ハリウッド映画じゃないんで。はい。あと、日本の左派はイラン擁護の勢いがすごくて何なんだろうと思いましたが、イランは旧東側の金融コアになっているという話を見て納得しました。おそらく現政権が落ちたらギャラが出なくなるんじゃないでしょうか。イランで政権交代が起きたらネット左翼の勢いがどれぐらい落ちるか注目したいですと。新イランの左翼、確かに中にはいますけれども、少数派だし、すごいですよね。なんかイランから金もらって宣伝してんだろみたいな。ここまで来ると完全に陰謀論者だと思いますね。はい。お金もらってないです。ハメネイさん、お金ください。死んじゃったけど。もう、もらえるわけないっしょっていう話なんですけどね。はい。ほんとしょうもなさすぎますよね。はい。愛国と言いつつ親米なのも変な気がする。いや、ほんとそこがね、日本右翼の最大の矛盾ですよね。愛国愛国愛国って言ってて、だから実はアメリカ大好きなだけなんですよね、この人たちってですね。平日はピルマのリベラル系のライブ配信のチャット欄を荒らしまくりだし、ものすごく暇ないだなと。そういう人はなんか本当にお金もらってやってる可能性がありますね。はい。左翼はお金もらえないけどね、右翼はお金もらえる人がいるらしいので、お得な商売だなと思います。戦争になるような事態を止めてくるわ。でも十二分に通じるはずです。あとは十分に実際に世界で戦争、紛争、虐殺があるのだから止めてくるというのは欺瞞にならない言葉だと思います。そうですね。一人一人がやっぱり止めるっていう姿勢を示すことが自体が大事なわけですからね。やっぱりそこを理解してほしかったですよね。戦争と人間の命をこうも軽々しく考えている人間が大勢いるのかと思うと本当絶望ですよね。はい。だから本当なんで国家側に立つんですかね。やっぱ権威主義者なんですかね。はい。自治戦争止めてくるわ、パパ戦争止めてくるわはありましたということでありがとうございます。やっぱりアレンジもあったんですね。だからね、何が何でもやっぱアメリカを支持したいみたいな人が結構多いのかなと思いますけど、陰謀論に走るのはダメだと思いますよ。だし、日本の国益にもならないですからね、イラン攻撃って。原油上げられてね、ひどい目に遭うだけだと思うんですけど、その辺のことも多分考えられてないんでしょうね。はい。そう、人は金で動くと思ってるのがまたひどいなと思います。はい。そう。で、戦後の右翼がアメリカの手先まっしぐらだったのはね、裸足の弦でも書いてある歴史的事実ですからね、いい加減マインド80年経ってんだから、マインド変えてくださいよって感じするんですけど。だからアメリカ反米だとね、イラン応援派みたいなね、単純な認識の人が多いんでしょうね。私も確かに反米なのは事実ですけど、はい。イランから金もらったことは一度もありません。はい。そうですね。だから戦後右翼の人たちはずっと親米だったわけですからね。15号絡めてイラン攻撃を正当化するポストも目立つ。そうですね。だからなんだかんだ言ってなんか中国をやっつけるためには必要なんだみたいな。いや、そんなことないと思うんですけどね。論理構造はよくわからなかったです。ゴブリンさん、コンカラスです。仮にもイラン攻撃を批判することでホルムズ海峡の制限を突破できる可能性もあるのに、その利益すら捨て去ろうとするのは選択として愚かではないかという。だから本当現実主義とか言ってんの怪しいっすよね。現実見てないじゃんって思うんですけど。イランの学校を爆撃したのはイランの革命防衛軍だった。米軍とイスラエルだというフェイクニュースに引っかかった連中を反省せよということで、日本保守党の民田至大先生ですけれども、イラン政権は現在革命防衛軍が昨日誤ってイランの学校を爆撃したということを認めたということで、このですね、よくわからない、テレグラムのポストを、クリックしているんですけれども、これご情報です。はい。イラン学校での女子生徒死亡の件ですが、アメリカ、イスラエルによる攻撃ではなく、イランによる誤爆だったそうです。日本のメディアは訂正してくださいと。この、反グローバリズム、反移民政策、反悪魔崇拝の人も言っていらっしゃるんですけれども、これはすでに否定済みの悪質なデマです。出所はパフラビー王朝っていうね、今のハメネイに反対する人たちが支持しているテレグラムアカウントがありまして、学校の近くに海軍基地があったのは確かに先ほども言ったように事実なんですけれども、イスラエルが誤射した証拠もないし、ましてやイラン側が誤爆した証拠もないです。確実なのはイスラエルの戦闘機による攻撃で子供が虐殺されたという事実だけです。はい。革命防衛軍がイランの学校を爆撃したという主張は完全に否定されてます。そもそも時系列的におかしいですからね。イスラエルは奇襲をかけたわけです。
ハメネイ師と、イランのね、各省を、戦略的にドドドッと爆撃するっていうことで、ハメネイさんを殺してしまったわけじゃないですか。で、そういう作戦だったわけですから、イラン革命防衛隊がですね、反撃のミサイルをそんな瞬時に飛ばせるんだったら苦労しないですよね。ハメネイさん守れたんじゃないかっていう話ですよね。守れなかったからこういうことになっているわけで、なのでですね、革命防衛軍が、どんなに素早く動いたとしても、イランの小学校を攻撃するっていうことはありえないと思います。はい。ということで、こういうご情報がね、たくさんニックスに今流れているので、皆さんも気をつけてください。はい。核保有も検討するアメリカにもつく今回の件で見たら防衛リスクでポーカーでもしてるのかっていう本当っすよね。だからね、危ない橋を渡ろうとしてるようにしか見えないんですけれども、はい。我々一人一人がスーパーマンのようになり、権威主義や植民地主義、排外主義に抵抗するしかない。いやー、そうですね。なんか先日のスーパーマンのもね、なんかその、右翼的なところに買収されてしまって、ちょっと続きが危ういなって言われてるんですけど、スーパーマンの映画久々に良かったです。はい。先の大戦から学習すべきなのはアメリカを敵に回すのは賢明じゃないではなく、紛争、戦争、虐殺そのものが間違いなのだということですね。そうですね。それができてないのがね、戦後右翼の人たちですからね。イランの動画、貼り付けてる人たちもたくさんいます。それも後でちょっと説明しますね。コミュニティノートついてないっすよ。この桜なんとかさんっていう人のやつもついてないし、ポッピンココさんのね、元のツイートもついてないですね。はい。もちろん富田さんのツイートにもついてないですね。はい。なんでなんでしょうね。知りませんけど。ということでですね、テレグラムの情報は本当に怪しいので気をつけた方がいいです。左翼は金で動くといえば、菅野保が福原氏を訴えてましたね。はい。うぞうむぞうでも連帯すれば社会を変えられるという気概で連帯してあらゆる差別や悪意に反対しましょう。東京レインボープライドで富田至さんが編集した画誌を買ったことは黒歴史です。買ったことあるんですね。ということですね。富田さんトランスジェンダー差別してる人ですからね、ほんとね、やめてほしいですよね。はい。オールドメディアとか言うのに限ってデマに引っかかるの本当にくだらないですね。アメリカが強いのすり寄ってるだけなのにそれを正義とか公弁されても困りますよね。いや、本当にね、本当に。あなたアメリカについてるだけの権威主義者でしょって、それは正義でも何でもないよって思いますよね。ドラさんコンカラスです。オールドメディアというけど、ネットや SNS の方がデマひどいと思いますけど、本当ですよ。はい。だからね、コミュニティノートもついたりつかなかったりなので、はい。こういうアメリカ側に都合の悪い情報にはあんまりつかないわけですよね。他にですね、メイロマ、ビズマーラ、ケイコさん、サザンクロスみたいな海外在住デマ拡散、ウヨアカがクソだと思いますのは、デマと指摘されても完全無視かブロックで絶対に訂正しないところです。自分の発言の正しさとインテグリティはどうでもよく、デマが思い通りに広まってバズればいいと思ってるんでしょうね、ということで、イラン南部の小学校でイスラエルの砲撃により86人が死亡したというのはデマ、出ている面々を見ればわかるでしょう。なぜ疑わないんだ日本人は。イランのミサイルより誤爆なんだというですね、北村さん、春尾さん本人もね、富田さんのツイートを読んだんだか知りませんけど、言っちゃってるみたいですね。はい。どうすんだよ、これは。本当に。日本の国会議員ですよ、この人。他にも元国会議員の人もですね、アメリカの軍事行動は完全に成功だ。オペレーション遂行能力が高すぎて驚愕。イランの民主化と自由化が最小限の被害で済むことを祈ってます。ということで、被害者が多すぎることに気づいたのか、音喜多俊さんポストを消したそうでございますが、すごいよね。なんか、ベネズエラの時と明らかに状況違うのに、小学校のこういう犠牲とかが出てる中で、思わず3月1日ですよ。だってこの時点で、3月1日に思わずこういうポストをしてしまうっていうのは、マジですげえなって思いますけど、やっぱり敵と見なした相手は人間と思ってないのかなと思いますね。こういう人たちは。はい。ですね、本当に陰謀論とデマだらけだし、ポッピンココもね、本当なんとかしてほしいですよね。マジで悪質なデマアカウントですからね、こいつ。はい。私ブロックされてるんですけど、注意したから一回。デマでも何でも逃してそのまんまにしてる人ですから、はい。気をつけてください。富田さんもあれだけど。
ワーナーブラザーズの回収先がネットフリからパラマウント、トランプ支持に転向されたという件です。そうですね。そう、パラマウントです。ありがとうございます。すいません。ちょっと忘れしてて。嫌な予感しますよね。ほんと虎のいいよから狐みたいなね。ほんと狐に失礼だけど。ねだから強いものに乗っかってればいいっていうものじゃないですからね。はい。メイロンはブルースカイにいるの？本当要注意人物なんで皆さん、ブロックしといた方がいいですよ。メイロマさんは、ですね、今回、あれにはいないか。今回のスクショにはいないんですけどもね、非常に、要注意のアカウントで、このビズマーラ恵子さんと並んでデマアカウントなんで気をつけてください。はい。いつもの音喜多さん。その正義でやられガソリンが安くなればいいですが、もうガソリンが安くなるならね、というですね。いや、高くなる方向にだけ言ってますからね。最近はデマでも何でも受ければチーム実なんてどうでもいいぐらいに思ってる奴らばっかりになりましたね。いや、本当ですよね。事実をもとに考えてくださいよっていう。アメリカを批判していたアカウントがあって、怪しくてプロフィール取ったら親ロ派でした。なるほど。そういう人もいるのでね、ほんと気をつけてくださいね。新イランもいるし、親ロ派もいるし、もうめちゃくちゃですからね。メイルマさんにブロックされてんだ。それはすごいな。認識されてるんだ。戦争紛争虐殺をしている国による敵国への加害を容認するような書き込みはやめてください。はい。チャーさん、ここからです。お久しぶりです。昨日よりによっておすすめアカウントにメイロマが出てきてげんなりしました。はい。メイロマとかビズマーラ稽古は先行ブロックしとくべきだと思います。はい。ネット右翼はイランで幼い子供たちが100人以上亡くなっている状況にもかかわらず、ほら戦争止めてみろよママなどとイデオロギーの異なる人々を揶揄し嘲笑することに精を出しています。誰も死を悼んでおらず、ここに平和はありません。彼らが主張する平和のための軍備や客交流などというのは建前でしかないんじゃないでしょうかと。こういうね、霊障系の人たちいろいろちょっとすいません、ババーっと紹介しちゃいましたけど、やっぱりこういう人たちって、保守派全体の信頼を損ねてるとは思いますね。やっぱり人の心がなさすぎるっていうか、いや、さすがに、こんな被害が出てんのにこんなこと言うなよっていうことも通じないっていうね、そういうふうに思われちゃってますからね。で、先ほどの記事をね、批判してるリベラルなイカれる反日売国だという、ちょっと、危ないなアカウント名の人なんですけど、この方は、私フォローしてくださってる人です。はい。ちょっとアイコンが怖い人なんですが、この記事は、ママ戦争を止めてくるよ、を盛り上がらなくて当然などと一刀両断し、情報リテラシーの名を借りて日本の民主主義運動全体を霊障的に葬り去ろうとする意図が見え見えのプロパガンダである。しかし論理構造は極めて脆弱で自己矛盾と選択的無視に満ちている。まず運動の盛り上がらなかったという評価は著者自身の主観的基準に過ぎず、表示回数762万回を超えているので、単なる右派系の著者の願望であると。次にダブスタの指摘は典型的なストローマン論法であり、ママ戦争会話がイラン攻撃やウクライナ戦争に、同じ熱量で反応していないことを非難するが、運動の焦点はあくまで日本の選挙における軍拡と戦争リスク反対だったはずであると。だし、私が知ってる中でまともな左翼の人はね、ウクライナ侵攻に反対しているので、はい。そもそもそういった批判が当たらないと思います。で、ウクライナの抵抗を商用しつつ、それをもって日本の軍事力強化を当然視する態度は、まさに軍事主義のダブルスタンダードである。日本が自発的に侵略戦争を仕掛ける可能性を常識的にもありえないとしつつ、中国からの偶発的巻き込みを過度に強調するのは論理の飛躍があるということですね。全くその通りじゃないかと思います。だから感情的にロジカルにっていう風に繰り返しつつも、筆者自身が、霊障と脅威扇動の感情に支配されていて、エスカレーションリスクの指摘を非現実的と嘲笑うことで、国民の平和主義を毀損しているということでですね。だから物の捉え方だと思うんですけど、日本がそうやって軍拡してエスカレーションするリスクっていうのはね、重点的に捉える人が左派に行ったりとか、そうでない人が右派に行ったりするわけじゃないですか。それって別にイデオロギー的な違いに過ぎないので、別にどっちがね、お花畑とかそういうわけでもないと思いますし、だから一方的にやっぱ冷笑するのはおかしいと思いますよね。はい。で、さっきのね、陰謀説の人ですけど、イランと左派が組むなどという世界観も斬新すぎてめまいがします。革命後にイスラーム体制が真っ先に血祭りに挙げたのは共産主義者や左翼勢力だということは、イランの概説書にも書かれている常識ですと。これは当然ですね。イラン革命については私も大して知識がないので説明しませんが、そもそも右翼革命に近いような、現象だったので、左翼はですね、弾圧されて殺されたりしたわけです。
まあ今もそうですし、イランのハメネイは反体制派を弾圧してますのでね。で現代のネット空間では歴史の教訓よりも叩きやすいナラティブの方が価値が高いと言われている。これもデジタル主権戦争における認知の収奪のための無自覚な同意の一形態に過ぎない。歴史の解像度を捨ててまで手に入れた敵味方の、それが真の属国化、認知の植民地化だろうと。まあちょっとこの広間明石さん難しい言い方されてるんですけど、まあ今認知戦と言われているものの正体ってこれですよね。人を敵味方に分けてね、まあ中国は敵だとかロシアは敵だとかイランは敵だとか、まあ敵を設定したら、まあそれに対してひたすら攻撃するみたいなのって戦争の技術なんで、やっぱりね、平和主義者はそれに安易に乗っかってはいけないと思いますね。はい。ネトウヨは反対に価値を見出していないから言ってもしょうがないかもしれないですけどね。いや、こういうまともな文章を書けるね、すごいですよね、この方。その、アイコンとね、あれで損してるんですけど、フォローしていただいていつもありがとうございます。メイロマンのポスター、イギリスでは差別戦闘で摘発の対象になるから日本人向けに日本語のポスター。それ言われてますよね。イギリスでやったら逮捕されそうになったからね、日本語でやってんじゃないかって言われてますよね。本当に卑怯なやつですよね。最低だと思います。ポッピンココアメリカの分析でロシアに資する情報を拡散し続ける日本の中心アカウント。そうだ言われてましたね。新ロシアなんですよ。だからロシアに都合のいい情報は、ポストしてるアカウントがなんかね、今回、反イランの情報をポストしてるので、ちょっと珍しいパターンだなと思いつつ見てました。はい。まあそうですね、なんか選挙終わったらね、ネット右翼の人たちもね、解放されてこういう過激派なことを言い出すようになっちゃったのかもしれないですけれども、まあ逆効果だと思いますね、本当に。私もそうだけどね、反戦派の人たちを怒らせてるだけだと思います。運動の力、言論の力を肯定していないから暴力による解決、暴力による抑止しか認められない。そうですね。だから、やっぱり言葉の力を軽視する人っていうのは、戦争反対っていうだけでも力があるんですよ。で、そういう言葉の力を軽視する人っていうのは、やっぱり戦争であったりとか、暴力やテロによる解決っていう方向に傾きやすいと思うので、危ないと思いますよね。はい。そう、戦争の現実をよく見てるからこそ反戦っていう人が多いと思いますので、はい。だからですね、何でもかんでも左翼とレッテル貼るのは良くないし、そもそも保守主義者の人の方がね、救助を守ってきたわけですからね。はい。高市早苗さんのね、そう、収奪も醜悪でしたね。メイロマは一人で海外旅行している若い女性に当たり屋根的に絡んでいる。それもどうなんだ。あと、さっきの北村先生ですけれども、イランファシズム政権が終わり、イランの国民が、以前で自由の豊かな生活を取り戻すことができるかもしれない。これまで弾圧に苦しんできた人々、とりわけ女性が解放されるかもしれないという、まあ、アメリカの熱心な支持者でもここまで楽天的なツイートしないだろうみたいなことを言ってるんですけど、同じ理屈で傀儡国家を作ったアフガニスタンがどうなったか見てみると良い。都合の良い時だけ白人国家や先進国が持ち出す女性の解放はフェミニズムではありません。このような女性の解放は侵略の口実であり、服を着替えた帝国主義、植民地主義をごまかす道具でしかないと。いうことでですね、まあ何回か紹介したんですけど、私アフガンのその女性解放運動の、に関してのね、講演会とか行ったことあるんですけど、彼女らが一貫して言ってるのは、タリバンもね、クソで最悪だけど、アメリカもね、クソで最悪だということです。はい。結局アメリカがやってね、傀儡政権作ったけど、女性解放されなかったわけじゃないですか。確かにね、その学習のチャンスとかはね、増えましたけれども、まあ結局タリバンが復活して元の木阿弥になってしまったというところも含めてですね、失敗したわけですよね。はい。だからイランも同じようなことになってしまうのではないかという危惧はあると思います。で、まあ先ほどからね、言われてるような、ですね、対話をすれば戦争は起こらないのかとか、対話が大事なのか抑止力が大事なのかみたいな話で、ちょっとこの外交とは何かっていうね、著作読んでないのであれなんですけれども、結構面白い議論だったので紹介したいんですが、戦争は外交の延長であると同時に外交の失敗でもあり、内政の情念の帰結でもある。戦争を防ぐという営みは単に外交技術を磨くことに集約できることでは
はなく、国内の不満、恐怖、排外感情、経済的不安、アイデンティティの危機といった内側の火種をどう取り扱うかという問題系として考えなくてはならない。もしも内政が怒りを増幅し続ければ、どれほど洗練された政治指導者や外交官がいても、どれほど制度が整っていても、外交は次第に攻撃的になり、やがて軍事に接続する。逆に内政が一定の安定と信頼を保っていれば、外交は抑制的に機能する可能性が高まる。つまり、戦争を制御できるかという戦争の制御可能性をめぐる議論は、最終的には人間と欲望と情念はどこまで政治の枠内で扱えるのかという問いに行き着くのであると。ちょっと難しいですけど、外交で何でも解決できるとは私も思ってませんよ。それは確かに外交万能論じゃないか左翼はみたいなことはよく言われますけれども、そうじゃなくて、万能ではないけども不可欠であるし、安全保障も不可欠であると。ただ一方で軍事をね増強すれば平和になるかっていうと、イスラエルとアメリカを見れば分かる通りそんなことは全くないわけですよね。だからといって外交だけで何でも解決できるかっていうとそうでもないと。だから普段からですね内政、反戦のムードであるとか、戦争をですね起こさないっていうですね内政の動きですよねを保っておくことが重要であるっていうような議論がなされてまして、本当その通りだと思います。だから普段からね戦争反対とかね反戦っていうことをね口に出して言っておくっていうの非常に大事なことだと思いますので、だからむしろ戦争を抑止しなきゃいけないって言ってる人はやっぱり戦争反対を腐すようなことは言わない方がいいんじゃないかと私は思ってますね。はい。ということですね。なるほど。だからそうですね、戦場に行って暴力に加担しないと戦争を止める抑止力に入らないっていうのはやっぱり軍事に変調したちょっと考え方ですよね。そうではないでしょう。はい、だから軍事力で止めれなさいみたいなことは誰も言ってないのであって戦争を止めるためにどうしたらいいかっていうことを議論していくことが必要なんですよ。トイは普段イスラム圏の人権侵害を批判しているアムネスティや国連を目の敵にしている。いやそこなんだよなだからなんでアムネスティや国連を目の敵にすんだよっていう話でしょ。彼らはねヒューマンライツウォッチさんもそうですけど、それこそ西側寄りすぎるっていうぐらいねイランとか中国のことを批判してますからね。はい。そもそも北村春夫が女性解放を願ってるわけがないわっていうね、結局アメリカは都合のいい時だけ白人のみの人権を発動して、都合の悪かったらそういうことはね後回しにしちゃうんですよね。はい。米軍基地のね当然リスクはあるんですけど、やっぱりあいつらが悪いんだというねどうだろう。だからねそういうなった場合ね、最悪その左も右もそうだけどもお互いのね責任論みたいなことにしだす可能性があると思うんですけど、そうではなくてやっぱり真っ先にね戦争を止めるためには、そういう事態にならないためにするにはどうするかっていうところと、特にね琉球の人たちに今押し付けられている基地負担をどうするかっていうことを普段から考えていかなきゃいけないっていうことかなと思いますね。アメリカが軍事干渉した国で民主化した国は一つもない。アメリカが戦争してなかったのは戦後16年間だけって本当にやばい国なんだよなアメリカってね知れば知るほど反米になるみたいなね外交とは何か今日の日中に買いました。素晴らしい。ありがとうございますっていうかすいません、私読んでないのに紹介しちゃって。だから軍事力の増強だけで抑止力が働くんだったら苦労しないですよね。アメリカが世界を平和にしてることになるでしょうって。でも実際はそうなってないわけですからね。はい。そう。東洋が軍拡を煽ることは戦争の抑止には全く寄与しないって一周回って思いましたね。沖縄から米軍基地をなくさなければということですね。そう。だから結局だから沖縄に今だからね戦争時のリスクを今一方的に負わせている状況ですからね。はい。資本主義の権下である帝国はたびたび戦争により他国を侵略しますからねそうだからね、それじゃ意味ないだろっていう話ですよね。で私昔の配信で24年4月にねハメネイの独裁を批判しなかったリベラル左翼みたいなことをさっきオギソさんっていう人に言われましたけれども、だから2年間だからバイデンを私非難してたんですよ。だからバイデンの時にせめてバイデンの時にハメネイとねもうちょっとネタニヤフを抑えていればこんな事態にならなかったのになんでしなかったんですかっていう話じゃないですか。
まあ見るのが面倒い人向けに要約したんですけど、イランとイスラエルの当時24年4月のイラン・イスラエル危機って呼ばれる事態があったんですけども、これは単純にイランの暴走として見るのは誤りで、むしろネタニヤフ政権の挑発と戦争拡大の政治が大きな原因であると。G7 や大手報道がイラン攻撃だけを強く非難しているのはダブスタであると。イスラエルによるシリアのイラン領空爆が先行してました。イラン国内の女性弾圧や LGBTQ への弾圧、道徳警察の問題があり、イスラエルを批判するからといってイランを美化してはいけません。ネタニヤフの汚職起訴問題を踏まえ、彼には国内政治や司法追及から逃れるために戦争を引き延ばす動機があるということで、まあ我ながらね、当時言ってたことが全部今のね、イスラエルに対する批判に、当てはめられるのが、まあ2年間状況が変わってないってことなんですよ、単に。私が賢いんじゃなくて。だからずっとこういうことを言われ続けてるのに、まともにその西洋側が解決しようとしなかったから、結局こういうことになってしまったということですよね。はい。ね。イスラエル、レバノンにそう地上軍を派遣するみたいなこと言ってますよね。いや、ほんとやめてくれよという話ですよね。だからイスラエルはその戦争からやっぱり利益を得ているので、まあ、今回のやっぱり戦争を主導しているのはイスラエルだと私は思います。ちょっと後で説明しますけど。アメリカがどれだけ世界からやばい国だと思われているか、親米保守まで行かなくても日本に住んでると自然と視点そのものが抜け落ちてしまうような構造は深刻ですね。いや、ほんとね、やっぱりそこがマスコミの罪深いとこだと思いますよね。そう、アメリカって汚職警官に近いのでイメージしてるほどのいい国では全くない。でも、ハリウッド映画とか、そのプロパガンダがめっちゃ効いてるじゃないですか、日本って。だからね、やっぱり本当にね、アメリカを良い国だっていう、まあ私もね、結構、昔はね、素朴に、ね、アメリカのね、制度は進んでるんだみたいなことを思ってたりした時期もありましたけど、そんなことは全然ないということがね、馬脚を表したのがこのトランプの10年間だと思うので、トランプ、バイデンがいかにひどかったかっていうのはね、まともに政治を見てた人ならみんなわかってるわけですよね。はい。ですね。そう、トランプがあまりにひどすぎたんで、バイデンの罪が、霞んでいるんですけれども、そもそもね、先ほど紹介したようなイスラエルの暴撃が行われたのはバイデン政権下ですからね。だからバイデンが何もしないからイスラエルがひたすらやりたい放題やったんですよ。それ積極的にね、バイデンがやれって指示したわけではないですけれども、はい。民主党政権ですからね。はい。バイデンがトランプの後始末に全力だったかというとやはり微妙だと思います。そうですね。まあトランプ前には戻したかったんでしょうけどね、その意思はあったと思いますけど、まあ結局新しい問題が次々出てきて、まあそれにまるで対処できずにね、沈没してしまったっていうのはなんか日本の民主党政権にもちょっと通ずるものはあるのかなと思います。はい。まあでもね、民主党政権は天才だったからどうしようもなかったところはありますけど、あれは人災ですからね。はい。米国の文化に憧れはあるでしょうけど、本質的には帝国主義ですからね。はい。それが身に染みて分かりましたね、この数年間で。はい。そう、バイデンはオバマもやっぱりやってますからね。はい。だから、その民主党政権もね、結局あんまり本質的にアメリカの外交政策って変わらないんですよね。で、まあ、こういうところもね、アメリカのね、情報操作というか、あれなんですけど、BBC は殺害、日本のメディアはほぼ死亡とかと表現、非人間化はこういうところで起こるということで、BBC は米イスラエルの攻撃が学校直撃、イラン少なくとも108人殺害と、まあ、これ、数が、少し少なくなってますけど、共同通信では、おそらく CNN などの歩調と合わせて、イラン小学校で148人死亡、報復攻撃で近隣国にも被害っていう風に書いてあるんですけど、だからパレスチナの子供たちってずっと死亡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 って書かれ続けてきたんですよ。で、見出しにはイスラム組織ハマスとかパレスチナとか、なんかパレスチナ側が悪いかのようなことを言われるんですけれども、加害者であるイスラエルの名前って絶対書かれないんですよね。だからこれがやっぱり差別だし、情報操作ですよね。で、アメリカとかイスラエルが加害者の場合、マスコミってアメリカやイスラエルが加害者ですとか、アメリカやイスラエルが子供を虐殺しましたって書かないんですよ。だからそういう報道に日本の人たちって慣らされちゃってるので、まあ、先ほどもね言われてるようにアメリカがねの悪い面っていうのがやっぱり伝わらないっていうところがあるのかなと思います。うん。
まあもちろんね、ロシアや中国のようなね、権威主義というかね、民主主義を捨て去って権威主義につくかと言ったらね、そんなことはできないので、それはもちろんそうなんですけど、ただ民主主義を守る陣営のはずだったアメリカがなんかそうでもなくなったっていう風になると、やっぱり日本としては、韓国であるとかね、台湾であるとか、まあヨーロッパの諸国であるとか、そういったね、民主主義側の同盟国とね、もっと緊密に連携しなきゃいけないし、アメリカ一辺倒の、ね、政治では良くないのではないかっていうことが今言われていることですよね。はい。ネトウヨの人たちね、スーダンとかミャンマーにもっと関心持ってほしいですね、暇だったら。私は批判してるんで、はい。スーダン問題に関心持ってください、ぜひ。はい。本当に。そう、バイデンに投票した人はね、トランプがひどかったから何とかしてほしいっていう感じでやったんですけど、結局、まあ、ウクライナの対処でもそうだし、まあ、パレスチナの対処でもそうだけど、いろいろな面で失望されてしまったところはあるかもしれないですね。そう、アメリカの始まりからしてやっぱりネイティブアメリカン虐殺のなんだろうね、負の歴史を背負ってるから、そこをね、なんとか総括しなきゃいけなかったんですけど、なんか乗り越えられずに今なんかトランプ側に落ちてしまってる感じですよね。はい。ですね。そう。でもアメリカ一辺倒だと本当一連卓勝になっちゃいますからね。それはやばいですよ。本当に。それはだけはやっぱやめた方がいいと私は思いますけどね。はい。NHK もイランの攻撃による被害のことばかり強調してます。うん、そういうのがやっぱ変更報道というやつですよ。だからネット右翼の人たちはね、すぐ中国とか韓国寄りの報道するとなんか変更報道とか言うんですけど、韓国は同盟国ですし、変更報道がひどいのはむしろアメリカ関連のことだからって思いますけどね。ね、イランはこうすべきだった、アメリカはこうすべきだったと、まあ私もいろいろ言いましたけれども、攻撃の妥当性を散々言い合ってる人がいるんですけれども、あたかも権力者の視点を持ったかのように言い合ってどうするのかと。小学校で友達と遊んでいた子供たちが何も悪くないのに突然大勢殺されました。これが戦争であり、これは紛れもない悪です。ここから考えを起こさなければならないのに政治家気取りの人が多すぎます。ある目的のためには子供の示唆さえやむを得ない必要経費と捉える考え方は恐ろしいです。戦争とはどのようなものか、戦争を知らない自分のようなものでも今こそ何か書いていかなきゃいけないのではないでしょうかと。やっぱりこれがその反戦の素朴な感覚ではないかなと思いますし、まあ一市民がやっぱり言うべきことはね、悲惨な戦争についてあれこれ論評するよりかは、このような悲惨な現実が繰り返されてはならないっていうことで、ステートメントとして表明すべきことすることなんじゃないかなと思います。戦争が起こった、大勢の子供たちが殺された、こうした現実を前にして口をついて出る言葉が先の選挙で大敗した野党支持者への嘲笑である。一方でこれが SNS の限界だとも思う。子供たちの死について SNS で語り得る言葉はない。祈りの場はここではない。できることは普段通り他者をあざけること、それだけだというですね、もうなかなかちょっとシニカルな本町文化堂さんの元町文化堂さんのコメントですけれども、まあでもね、X ってこういう SNS になっちゃったんですよね。昔はそうでもなかったような気がするんですけど、なんかそうなると解雇中とか言われそうですけど、やっぱ本当にひどいですよね。やっぱり言説の質が非人間的なものになってしまっていて、まあ、純粋にね、人の死を悼むとかそういうことができなくなってしまってるのかなと。だからといって、まあそういうね、認知戦みたいなのに流されるのは良くないなと思いました。はい。ということで、ですね、戦争反対と冷笑する人々の話でした。ちょっとしんどい話でしたが、ちょっとお水飲ませてください。はい、ありがとうございます。
バイデン政権はね、ウクライナに米軍を派遣しないって言ったのもまずかったし、まずね、あの人、ちょっと確証がないんだけど、ゼレンスキーに最初逃げろって言ったみたいなんですよ。って逃げろって言ったのみたいな。それ聞いた時絶句したんですけど、ゼレンスキーが、バイデンの言うこと聞かないで逃げなかったから今があるんですよね。だから、ゼレンスキーが逃げてたらおそらく、ウクライナ滅亡してたんじゃないかと思います。ただ台湾のライサイトクさんもゼレンスキーもそうなんですけど、思いっきり新イスラエルなんで、そこは何とかしてほしいっていうか、お前真っ先に支持表明してんじゃねえよというのはゼレンスキーに対して思いました。はい。そこは私全く、肯定してるわけではないのでご注意ください。はい。私もリア友が大抵でもアメリカの方がマシだからアメリカ支持って言うんです。選挙じゃねえんだからどっちがマシじゃなくてどっちもダメだよと言い続けたいです。しかしリア友たちにそう言えずにここまで来てしまいました。いやーでもなかなか言えないですよね。やっぱ日本でやっぱりアメリカを支持しないっていうとすごく左派の人っていうイメージもあるし実際そうだからやっぱり極右と極左ぐらいしかね、反米を主張してないのでですね、やっぱりそういう意味ではすごく極端な国になっちゃってますよね。外交とはあなたについていくやあなたと仲良くなるではなくあなたと取引をするだと思います。これもメディアの印象が悪いですね。いや、ほんとそうなんですよね。だからそういう戦略的な関係じゃないわけですよね。アメリカとの日本との関係ってやっぱり従属的な関係だから、はい。そう、別にどの国についていくか決めなくてもいいし、我々はただの市民なので、どんな国に対しても文句を言うんですわと。そうですね。このフリート横田さんとかね、元町さんのね、言ってることが正しいんじゃないかと思います。あくまでやっぱり一紙面のね、立場からものを言うしかないと思うので、はい。アメリカは確かに大国ではあるが、建国250年そこそこで歴史的な重みがなく、逆にトランプはお行儀悪くて超うざい。かといって歴史があればいいのかというと、そういうわけでもないですけどね。そうですね。ネット掲示板のノリをツイッター自体から引きずってたのが一番悪い方向に今行ってしまってる感じはしますね。そうですね。天皇制に反対できないところとやっぱりマッカーサーのね、有名な写真に象徴されてますけど、そこが戦後最大の問題のような気がしますよね。タブー化しちゃってるじゃないですか。だから、その絶対的権威である天皇とそれと並ぶね、GHQ は米国というですね。それはね、左側の人さえひよってるのがね、私は良くないと思います。はい、私は天皇制にも反対です。はい。中核派とか極左には反対してますが。はい、ということで、ですね、イランの、ちょっとですね、今までちょっと取り上げられなかったので、まず、先ほどもありましたけども、イランの人々の声についてちょっと次紹介したいなと思います。イランってすごく、馴染みも私確かにない国だし、かなり政治制度ややこしい国なんで、どういうことなのイランって。ハメネイさんが殺されたってどういうことなのっていうふうに、思ってる人も多いと思うんで、ちょっと説明したいというか、このね、福田さんという方が作ってくれた図、わかりやすいので紹介したいんですけど、ちょっと一部ね、大雑把すぎるところはあるんですが、基本的にこのようにですね、民主的な制度が全くない国ではありません。国民は、国会と大統領任期4年の人たちを選挙で選び、そこにですね、意思表明をする権利は与えられてますし、ある程度その言論の自由みたいなのもなくはないです。ペジェシュキャンさんで今大統領なんですけど、彼は今も元気で生きてます。はい。で、ただ実際の、だから行政とかはこういう人たち、国会とかね、大統領の人たちがやってるんで、そこはね、日本とかアメリカと大差ないわけですが、さらに上に監督者評議会とかね、専門家会議とかがあって、その子の上にですね、最高指導者ハメネイさんが君臨してるという、宗教国家なんで、宗教的に一番偉いですね、ハメネイ指導者が一番偉いという、だから先ほどもね、例えてる人がいましたけど、天皇に近い存在だったわけですね。ただ、絶対的な権力者かというとそうでもなくて結構権力の具合が分散されているので大統領とか国会寄りの人たちとそうでない特に正規軍と言われるイラン軍いわゆるイラン軍とイラン革命防衛隊ハマスとかねヒズボラとかを支援してるアメリカはねテロ組織だと言ってるんですけど準軍事組織っていうのを率いていてハメネイさんが強いのはねそこを直接指揮できる権
権限を持ってたんですよね。で、なんですけれども、今回ハメネイさんが死んでしまったので、どうなるんだっていうね、革命防衛隊がクーデターを起こして国を乗っ取るのではないかって一時期言われたんですが、今のところそういう動きはなく、結構統率取れた動きをしているので、だから意外とやっぱり盤石というか、お互い対立したりしてるわけでもなくて、いや、これちょっと結構強固な体制だから民主的な革命起こる余地なくないっていうふうに突っ込まれているんですけど、アメリカは何も考えずにですね、こういう状況で86歳のハメネイさん、後継者が何人かいると言われてるんですけど、殺してしまったので、かえってね、イランの体制は強固になったんじゃないかという分析もされてます。はい。詳しく調べたい人はぜひ調べてみてください。はい。昨日のアメリカの領事館前のスタンディングでロシアの国力を削ぐためにアメリカがザボリーニャ島を焚きつけてロシアから独立されたそんなこと言ってる人いんのそれはいくらだっても陰謀論では、アメリカが権利を、守らないということを自由と置き換えて話をずらしている。そうですね。だから自由民主主義とね、アメリカの言う自由民主主義ってなんか違う概念なんですよねアメリカはアメリカの権威を守りたいだけだからな。天皇制というはちゃめちゃ人権侵害、皇室の方々には人権の素晴らしさを体感してほしいですね。はい。今の日本だと君主制反対というやつでやばいやつ認定ですからねそう。だからね、でも今天皇ってだから結局形骸化してしまってるし、あのようにね、なんかね、天皇家の人たちに対する人権侵害も横行してるわけですからね、私は反対ですね。はい。もちろん憲法をね、最終的には変える必要があるのですぐに変えることはできないですけど、はい。そう、サウジアラビアより民主的なんですよ。民主的だし、ちょっとやそっとでは崩壊しなさそうなね、システムなんですよね。割と官僚主義的だし、ハメネイさんをね、殺害したからといって、独裁者が死んだといって、確かに独裁的な権力を持ってました。市民を弾圧してたのは事実なんですけど、それもね、革命防衛隊とかいろんな人たちにやらせてたわけであって、別にハメネイが自らね、出張っていろいろ指示してたわけではないので、だからこの統治機構を崩すのって結構容易じゃないと思うんですよね。私はもちろんイランの民主主義を応援してますけれども、だからといってなんかアメリカの斬首作戦でだからね、一気に崩壊するみたいなのは楽観的すぎるんじゃないかと思います。はい。そう、ベネズエラの攻撃がうまくいったからってやるの無責任すぎでしょって感じだし、イランの統治機構どうなってるか知らないの、トランプさんはというマジでこういうの知らなかった可能性もあるんじゃないかなと思うんですけど。で、先ほども言われてましたが、それに乗っかってですね、トータルニュースワールド、これデマアカウントですけど、イラン国民は死亡が確認されたハメネイ師の像を引き渡す、イラン全土で祝賀ムード爆発的拡大ということで、イラク不戦崩壊時にですね、結構こういうイラクでもですね、反体制派の人たちとか、フセインの死を喜ぶような人たちっていうのが広場に出てきたりしたわけですけども、おそらくね、これ自体は本物の映像だと思います。ちょっと確認してないですけど、AI 加工の可能性もあるけど、だし、ディアスポライラン人、いわゆる、難民になって、例えば女性の権利として弾圧されて、国を出ていったね、方とか、アメリカとかヨーロッパにはたくさん居住してらっしゃるんですけど、そういう方々は、ハメネイが死んだ、やったぜ、みたいな感じで、パーティーをしてたりするっていう映像が結構流れてます。イランの人たちはハメネイに相当な恨みがある人が多いので、言う資格はあると思います。私それを不謹慎だとかは言いません。左翼にも安倍晋三の死を喜んでた人たちたくさんいると思うので、それは言いませんけど、だからといって、イラン全土で祝賀ムードが拡大とか、イランの人たちがみんなアメリカの攻撃を歓迎してるっていうのは明らかに嘘ですよね。で、これも、アメリカの保守系メディアのライトアングルニュースネットワークっていうのが撮影して、トータルニュースワールドが日本語で拡散してますと。どこで撮ったか誰が撮ったか何人いるか誰が流したかのわからないまま326万人がこの映像を見たと。イラク戦争でフセイン像が倒れる映像が、世界を駆け巡った時も同じ構造だった。後で判明したのは群衆は数十人しかいなかったということである。ナラティブを作るのは事実ではなく、事実を最初に最大のインフラで流したものであり、これがデジタル主権戦争だと。昼間さんは、やっぱりこれもね、いわゆる認知戦、情報戦、プロパガンダ戦みたいな枠組みで見てらっしゃるわけですね。はい。
で、一方で、パリの映像なんですけど、ほぼ同じ時間帯に互いに異なる立場を求めるイラン系ディアスポラの集会が並行して行われていました。アメリカやイスラエルによる介入を歓迎する、一部のデモもある一方で、帝国主義的介入に反対する現体制派の集会もあり、さらにそのどちらもよしない第三の立場、現体制にも反対しつつ、同時に米イスラエルの介入にも反対する人々も声を上げていました。しかもその第三勢力と呼ばれる内部でさえ複数のグループが併存し、決して一枚岩ではありません。一口にイランディアスポラといっても、その政治的立場は実に多様です。そして母国の状況を思い、あるいは様々な事情ゆえに公の場に姿を見せることができない人々も少なくないでしょう。この複雑さを複雑なまま受け止めていきたいと思います。その上で埋もれがちな声を届けていきたいですと。ですね。イランの女性解放スローガン、女性、命、自由は戦争にノーということを意味するというプラカードを掲げている在仏イロンディアスポラの家族ということで、だからイランもね、やっぱりすごく複雑な国ですよ。当たり前なんですけどね。だからなんかイラン人だったらみんなハメネイのこと嫌いだろって、で海外に住んでるイラン人は特にね、弾圧されて逃げてきた人たちなんだから嫌いでしょって言いたくなるんですけど、それはあくまでも外国人から見たらやっぱり偏った見方ですよね。そうではないです。愛国心が強くてハメネイ支持の人ももちろんいるし、ハメネイ反対派だけれども、ハメネイ反対派で今回のねアメリカのねやり方を喜んでしまってる人もいるんですけれども、そうではなくどっちにも反対だと、イランの主権を侵害するようなやり方でハメネイを殺すのは反対だと言ってる人もいるし、まあそういう人がやっぱ多いわけですよね、リベラル派の人たちには。だからイランで命がけでね、女性命自由と掲げてデモをやってたフェミニストの人とかいるんですけれども、それは戦争に反対という意味だというですね。だからイランの人たちにこういう風に言われてるのに、なんか好き勝手なことを外国人が言うのはやっぱり僭越だなとちょっと思いましたね。はい。ということでですね。皇室典範の改正で旧宮家を養子にしようとする話がありますが、旧宮家の血筋とはいえ一般人として生活している人を皇室に押し込めるってどうだろうって、いや人権侵害ですよねそれ。本当誰が考えたのあのアイディアって思うんですけど、だってその辺の一般庶民、武田恒康さんみたいな人を宮家にしちゃうんですよ。おかしいでしょってあ、報道ステーションでこれ流されてたんだ。流すなよこんなマジでプロパガンダ映像じゃんって思いますけどね。昭和時代の書籍などを読んでいると、豪族の人々が半ば自虐的に私たちは半分人権がないということを発言されており、当時はまだある意味おおらかな空気があったのかと。そうイラン9000万人ですからね、超大国ですからねだから一枚岩なわけないんですよ、意見が。はい。だから様々な見方があり、やっぱり母国に対して複雑な感情を抱いている人が多いわけですよね。ただですね、ただね、イランのね、だからアメリカ支持の人たちをバックにアメリカはね、うまく利用して、戦争継続の理由にするかもしれないですよね。はい。ハメネイの死を喜ぶ人がいれば当然悲しむ人もいる。日本はそれを安倍晋三で体験していると思いますね。はい。日本だってネホトウヨと無関心層でできてるわけではないですからね。関連動画にたくさんイランの人は喜んでるみたいなサムネの動画が出てきていますし、いやー、主語がでかいですよね。雑すぎるんすよ。だから9000万人いる国で、イランディアスポラだけで何百万人といるんだから、そんな単純なわけないっしょっていう話ですよね。はい。だからですね、ある人々がそう、一枚岩だっていうのはね、レイシズムだと思いますよ。ね、他にもですね、X でポストしている方もいらっしゃるんですけど、私はイラン人女性です。残酷な政治体制には反対しています。イスラエルと米国が私たちを爆撃していれば、私たちは自由になれるとも思いません。100人の女子小学生は何のために殺されたのでしょうか。それからイラン人でもないのに口を出すなというレトリックにも反対です。誰でも意見を言う権利はあるべきですというですね。一応確認したんですけれども、パレスチナフラッグを掲げておられるめっちゃリベラルなイラン人の方でした。はい。まあもちろんね、当事者の方が言ってくれることに甘えてはいけないのですけれども、はい。誰でも言う権利はあるけれども、そのイランの人たちのその意見を一様だっていう風に捉えてプロパガンダに利用したりするのは間違ってると思いますね。はい。そう。
軍需産業の在庫が空になるまで攻撃を続く可能性があります。差別の象徴、天皇制はそう、解体するしかないですね。イラン解放に連帯していますが、応答派な親イスラエル、親アメリカのシオニストが悪目立ちしています。彼らのプロパガンダに注意してください。性暴力のミソジニー、反 LGBTQ 批判を使ったウォッシングをしているので、フェミニストやクイアは騙されないでくださいということで、これ以前も紹介したんですけど、イランの反政府デモをやっているような、イラン左派の人たちの、声明があります。当然ですが、西欧の民主主義に連帯しつつ、女性命自由というスローガンを掲げて、アメリカの帝国主義にも反対するというような内容になってます。だからね、リベラル派左派の人たちっていうのはやっぱりこういう見解の人が多いわけでやっぱりなんかイランを解放するために戦争しなきゃならないんだみたいなのは二重三重に間違ってると思いますよね。はい。そこまで単純な話ではないと思います。はい。国内にたくさん米軍基地があるのに何の危機感も感じてない国会議員怖いってそれは本当に日本が怖いんだよな。で、ただちょっと不吉な予言をしてる安田純平さん、ジャーナリストの方がいるのでちょっと取り上げたいんですが、空爆だけで4週間で体制転換なんて無理でしょう。どこまで何をやる気なのか知りませんが、ハメーネイの像が倒されたのをイラク戦争が思い出すと書いていた人たちがいましたが、むしろ体制転換の期待だけさせて結局体制は残り、その後反体制的な人々が徹底的に殺害された湾岸戦争のようになるんじゃないですかと。イラクで人質に取られたね、安田さんが言うとちょっと言葉が重いんですけど、こうなったら最悪ですよね。だから革命防衛隊が事実上の権限をハメネイさん不在をいいということに乗っ取って、徹底的な左翼とかそのリベラル派の弾圧、改革派の弾圧を行い、超保守的なね、それこそタリバンじゃないですけれども、超保守的な体制を築くっていう可能性も今はもう考えられるわけですよね。そうなるとトランプがやったことって、イランの人たちにとって逆効果でしかなかったということになるわけですけど、これが最悪の展開じゃないかなと思います。だからそうならないためにもですね、イランに今むやみに圧力をかけまくるのもどうなのかという話だし、そもそも斬首作戦だけで革命が成功するわけないと思うんですけど、この辺アメリカがどう考えてるのが全く見えないっていうか、イスラエルは多分何も考えてないだろうなという、内戦起こった方がいいんじゃないのみたいな程度にしか考えてないんじゃないかなっていうのが恐ろしいところだと思います。で、イスラエル批判で知られるハミッド・ダバシ先生が、トランプ・ネタニヤフ戦争はイラン人を無条件降伏の罠にはめることを目的としているという激しい批判のコメントを出してます。この攻撃はシリアとリビアをモデルにしたイランの内戦を引き起こそうとしており、数百万人が国外逃亡を余儀なくされることを意図していると。要はネタニヤフが考えるようなことだから内戦が狙いだろうと。で、そのイランの中にあるですね、様々な、対立等を利用して、内戦を引き起こし、人々を殺し合いをさせ、イランを弱体化させ、国家として崩壊させることを目的とし、結局イランの人たちを奴隷化することが目的ではないかみたいなですね、非常に悲観的な見方をされてます。当然ですけど、こんなことを許すわけにはいかないので、イランのですね、人たちの安全と人命をやっぱり尊重しなきゃいけないですし、いくらね、もちろん民主主義革命が起きれば一番いいですけれども、シリアで起こったようなね、泥沼の内戦に突入させるわけにいかないので、国際社会はずっと監視していかなきゃいけないと思います。はい。ですね。アメリカは戦争だけを起こしてあとはほったらかしで民主化できると思い込んでる。いやだからそれね、本当だからイラクとかシリアで何が起きたか覚えてないのっていうね、もう忘れたのっていう。だからわざとやってんなら邪悪だし、本当に忘れてんだったら無能としか言いようがないですよね。はい。隣町に米軍基地あるの怖いですね。東京から遠距離が離れているのもあって他人事であり麻痺しているというところもあるかもしれません。そうなったら強国になった独裁政治を理由にまたアメリカが攻撃を仕掛けるのではないかと。そうですね。そうなっていくとね、ますますもってそのイラン内部がね、内戦したりになったりとか崩壊したりとかっていう可能性は強まるわけですよね。それもそれで最悪の展開ですよね。はい。だからハミッド・ダバシさんとか安田純平さんの予感が当たらないことを祈ります。で最後に、タレントのサヘル・ローズさんが、コメントを長文で出してるんですけど、
安全な場所から平和を語るな、止めないたいなら現場へ行け、そんな言葉を SNS で目にすることがあります。なぜその二択になるのでしょうか。平和を描くことに居場所の資格はあるのでしょうか。戦場にいなければ戦争を止めたいと言ってはいけないのだろうか。戦争は戦場だけで起きているわけではない。言葉、空気、無関心、憎しみの連鎖、これもまた戦争を育てていく。だからこそどこにいても問い続けることに意味がある。そう私は学んできましたと。まあ付け加えることないなと思います。さあエルローズさんはね、ずっとパレスチナのことについても発信してくださってますしね、だからなんかネット右翼の人にいろいろ言われてもね、勇気ある発言してらっしゃるので、もうなんか下げる頭がないっていう感じなんですけど、こういう人をやっぱり日本の芸能界は守ってほしいですね。絶対守らなきゃダメですよ。はい。ネットで誹謗中傷されてますからね。はい。芸能界の皆さんはね、サヘルさんを連帯して守ってほしいと思います。はい。私も連帯します。ということで、イランの人々の話でした。道の海賊さん、相葉修さん、コンカラスです。本当にどうしてこうなっちゃうのかと。どのように転んでも軍事の利益、ナショナリズムの効用はろくでもないですね。はい。でもやっぱりね、サヘル・ローズさんの言う通りですよね。やっぱり日本の、SNS でもね、一人一人がこうやって平和を望んだりですね、していくことが大事であって、居場所の資格とかですね、やっぱり憎しみとかね、対立が充満する空気を作り出すことも、戦争とか内戦のきっかけになるのでですね、それを止めなければいけないのかなと思います。はい。ということで、最後、イスラエルの話をしたいんですが、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。サヘル・ローズさん、本当芸能界の両親ですね。横田とか横須賀に米軍基地があるし、うちはコム基地とか岐阜基地の真ん中にあるので標的になる可能性が高いです。まあそうですね、日本がやっぱり80年間ね、戦後平和っていう一国平和主義っていうのがやっぱり限界に来てるっていうのは事実だと思いますね。だから右側も左側も国際環境が変化する中で、それに合わせた言説を、右の人はなんか左側の人たちよく批判しますけど、私は両方だと思うんですよね。やっぱりネット言説のレベルが今のね、状況に追いついてないと思うので、はい、その辺をね、全体的にアップデートしないと日本の未来が危ういんじゃないかと思ってます。田丸裕二さんが高市がトランプにテヘラン支局長の解放要求の電話をしてしまったことが報道されたと言ってました。そうなのそれもツイッターで見たな。いや、それちょっと裏付け取れなかったんですよね。はい。どうなんだろう。そんなこと言っちゃってた。でも北丸裕二さんだしな。いや、それはもうなんか、それはね、トランプに物言えないわなって思いますけど、それが事実だとしたら。いやでもトランプは本当こういうことをね、イラン国民に丸投げすんの本当やめてほしいですよね。ということでただですね、今回ただですね、私トランプってね、親の敵のようにトランプ大嫌いですけども、今回の戦争に関してはですね、はい、首謀者はもう分かりきってるわけですね。ということでイスラエルの話をしたいと思います。アメリカのイラン攻撃はイスラエルの計画が引き金であるということを、ルビオさんが堂々と喋ってしまいました。この人なんかよくキャラがわかんないんですけど、ある意味正直な人なのかなと思って、こういうことを普通ベラベラと喋らないと思うんですけど、アメリカへの報復をしないでくれみたいなことを言い出してるそうです。ルビオ氏は記者団に対し、我々はイスラエルが行動を起こすことを知っていた。それが米軍に対する攻撃を招くことも知っていた。正々的に攻撃を行わなければより多くの犠牲者が出るということも分かっていたのだ。
だからやむを得ぬ行動だったのだと。すいません、一瞬フリーズしたんですけど、これ意味わかります？これ3回ぐらい読んでようやく私意味わかったんだけど、我々はイスラエルが行動を起こすことを知っていた。それが米軍に対する攻撃を招くことも知っていた。先制的に攻撃を行わなければより多くの犠牲者が出ることも分かっていたのだと。まあ、翻訳するとですね、要はイスラエルが、ネタニヤフがイランに攻撃したくてたまらなくてずっと計画を立ててたらしいんですよ。なので、トランプを抱き込んで、まあ、攻撃してもいいよね、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 みたいなことを言って、OK をもらっちゃったと。で、そうなると、イランが激怒して、おそらく我々に、アメリカですよね。アメリカに反撃を仕掛けてくると。そうなると、まずいぞってアメリカ米軍基地が攻撃されるって、まあ実際攻撃されたわけですけど、こうなるとまずい、我々の信頼が崩壊する、中東戦略が壊れるっていうことで、なのでですね、イスラエルと一緒にハメネイを殺すしかなかったんだと分かってくれというような、ことを言ってるんですけど、すごい論理ですよねすごくないですか？イスラエルのせいだって言ってるんですよ。まあ事実なんだと思いますけど、イスラエルがイランに攻撃したくてたまらないんだ、イランを殺させてよって、イランをぶち殺したいんだみたいなことを言ってて、止められなくて、止められないからしょうがなく防御的措置としてイスラエルと一緒に戦争を仕掛けることを選んだっていう風に言ってるんですよなんだそりゃ意味がわかんねえわまあ確かにバイデンも似たようなこと言ってたんですけどね、昔。だからネタニヤフがどうしてもパレスチナ人を虐殺したくて止まらないみたいなことを言うから、わしは仕方なくみたいなことを言っていたんですけど、まあ半ば言い訳はあると思いますよ。そんなね、全くイスラエルの子分じゃないわけですから、アメリカは。全くその主体的意志がないわけじゃないから、もちろん言い訳半分なんだとは思いますけれども、それにしてもすごい話だなと思います。だからイスラエルがあまりにも好戦的すぎて、アメリカ人にも、まあトランプにも止められず、結局戦争に丸ごと引きずり込まれることになってしまったっていうことを、ルビオ自らが白状したということですよね。信じられない。そんなことで戦争を仕掛けるなという話でしかないんですけど、まあ結局イスラエルと組んでね、中東を攻略するというのは、まあこういうことなんだろうなと思います。はい。ということでですね。花岡デコさん、ここからです。アメリカは自国軍側に犠牲者が出ると分かっていた上でイスラエルに攻撃するように誘導した。違います。違います。ちょっと違うんですよ。逆を言ってるんですよ。イスラエルに誘導されたって言ってるんですよ。イスラエルに誘導されて、イスラエルがどうしてもイランを攻撃したいんだって言うから、ですね、我々にも止められないから、しょうがなくイスラエルに付き合うことにしたみたいなことを言ってるんですよね。まあそうですね、イラン側の核開発っていう大義名分は一応あったわけですけど、でもそれに関してもイラン譲歩してたからねでもまあイスラエルはイランを潰したくてたまらなかったので、やっぱり戦争をするっていうやむを得ぬ行動なのだっていう、まあ攻撃話ですよね。そもそも結局なんでトランプに聞いたんで、我々は結局攻撃されてますけど、自らをエクストリーム用語にいまいじたじゃないの。やむを得ずで人を殺してるイスラエル怖すぎるんですけど日本はアメリカに批判できず、アメリカはイスラエルに批判できずっていう、トランプがネタニヤフに弱みを握られてるんじゃないかっていう。いや、でもそう思っちゃいますよね、本当にそういう説、陰謀説ですけど、思っちゃいますよね。なんか弱み握られてんじゃないの、トランプさんって思いますよね。なんか、まあ、エプスタイン絡みかなんか知らないけど。だからイスラエルを止めようと思ったら、なんで支援やめないのっていう話ですよね。はい。いや、分かりにくすぎるんで、いや、分からなくて当然だと思います。私も3、4回ぐらい読んでようやく理解できたんで、だからなんでイスラエル止められないのっていう話じゃないですか。で、アメリカの方が明らかに強い国なのに、で、まあ、イランによる先制攻撃の兆候っていうのをずっとペンタゴンの人たちが AI とかで必死に調べてたんですけども、オープン AI はペンタゴンに協力してるそうでございます。クソだと思います。非公開のブリーフィングでは、イランが米軍への先制攻撃を計画していたことを示唆する情報はなかったと
おそらく先制的な攻撃を行う兆候があったみたいなことをですね、トランプはですね、最初、米政権の当局者は、言ってたんですけれども、それは嘘でしたと。やっぱりイランはですね、いや、さすがにアメリカに牙向くほどのもう体力もないし、そんな牙もなかったわっていうことで、ペンタゴンさんはしぶしぶ認めたそうでございます。いや、だったらなんで攻撃したんだよっていう話ですよね。なんで先制攻撃したんっていう。で、毎日新聞さんがですね、これちょっとすごいいい記事を書いてるんですけど、有料なんですが、ぜひ読みたい人は全部読んでください。米国をイスラエルが取り込んでいると。なぜ今イランに再攻撃を仕掛けたのかということで、イスラエルはこれ機会を伺ってたんだと。最初はね、イランの政権を標的にするんだということで、イスラエル当局者は28日、地元メディアにこう語り、目標はイランの軍事体制転覆であることを示したと。だからやっぱりイスラエルが先導してたということですね。昨年6月にイランを攻撃したイスラエルは再びイランの軍事基地に攻撃したいと思っていた。イランが核開発を再開している懸念などをトランプに訴え、イラン攻撃の支持を取り付けることに成功したのであると。イランの反政府デモが拡大した今年の1月中旬に米国がイラン攻撃に傾く中、イスラエルが攻撃の延期を求めたのは防衛体制が整っていなかったからであると。今回は米軍の原子力空母ジェラルド・フォードが27日にイスラエル沖に到着し、イランからの報復攻撃に対するイスラエルの防御が固まったと見て攻撃に踏み切ったという、これよく調べたなっていう、中東のね松岡大地記者なんですけど、すごいなと思うんですけど、要はイスラエルに潜入していろいろこの毎日の記者の方調べたそうなんですよ、独自に。で、調べた結果として要は完全にイスラエルの都合で動いてたと。イスラエルはジェラルド・フォードが欲しかったんですよ。原子力空母のでっかい写真載ってるやつなんですけど、これがないとですね、写真出てないか。これがないと、イランの、今ね、反撃で結構民間人にも死者が出ちゃってますし、それ自体は痛ましいことですけど、イスラエル国土を守りきれないと。だから、イランがめちゃくちゃ切れてね、攻撃してくるのは分かってるから、それを、干渉するために、確実にね、イランをハメネイを殺して、確実に勝つためには、米軍のね、全面的な協力がどうしても必要だと。で、本当は、トランプとしては、さっきのね、言ったように反体制デモが盛り上がっていた時にイランの人たちによる政権転覆っていうのをね企ててたらしいんですけど、それをやめさせて自分の都合のいいようにジェラルド・フォードを借りられる時期になって攻撃したみたいなことが書いてあるんですけど、いや どんだけっていや完全にもうなんかアメリカを手下みたいに使ってますよね。だから本当なんかネタニヤフってトランプの弱みでも握ってんのかなっていう感じなんですけれども、トランプとしてもイランを攻撃するのはやぶさかでなかったので、乗ってしまったということみたいですね。いやー、ほんと信じられないですね。結局イスラエルが中東を破壊してるじゃないかという、ずっと私が3年間訴えてることではありますけれども、はい。ですね。世界の警察なら止めろよ。あまりにも常識が違いすぎる。だからなんとかね、アメリカとしてはイスラエルにね、手綱をつけてコントロールしようとしてるつもりだと私も思ってたんだけど、なんかこれだとね、この松岡記者の記事だと逆だっていう風に書いてあるんですね。イスラエルがアメリカを取り込んだのだと。だからペンタゴンの人たちもどんな気持ちでやってんのかわざわざイスラエルのための戦争をしてるわけですよね。そう。そうですね。ジャレド・クシュナーがね、ユダヤ系で、イスラエルと深いつながりがあるので、彼が指導している可能性もありますよね。はい。補足ありがとうございます。トランプ大統領はイラン周辺諸国の報復攻撃が最大の驚きだったと発言した。これもちょっと目を疑ったんですけど、先ほどのね、ルビオ発言の後にですね、トランプは、イランの周辺諸国に、イランが報復攻撃したのがすごいびっくりしましたみたいなコメントをしたんです。で、アメリカ本土が攻撃を受けるわけじゃないので、米軍基地のある周辺諸国のリスクなんて傍から関心がなかったのではないか。あまりにも無責任で呆れるが、これは台湾有事でも一緒である。アメリカは日本が攻撃を受けるリスクにはほとんど関心がなく、日本はあくまで戦争の道具として使うことしか考えてないと。
まあだからトランプはそこまで考えてないということですよね。まあ攻撃されてブチ切れているサウジアラビアの外務省の声明なんですけれども、サウジアラビアは米軍が同国の領土領空をイラン攻撃のために使用することを明確に拒否したにもかかわらず、イランが攻撃してきたことを激しく非難している。日本にとっても他人事ではなく、国内に米軍基地があること自体が大きなリスクになっていると。まあ、サウジも汚いので、正直全然私は同情の念は湧かないんですけど、親米国家です。サウジアラビアとしてはアメリカ側なので、まあ、今回ですね、アメリカがイランを叩いてくれれば、まあ、私にもどもにも旨味があるだろうというふうな計算でおそらく乗っかったんですけれども、にもかかわらず、まあ、領土領空をイラン攻撃のために使用することを厳禁したので、私は関係ないって、僕たちは関係ないですっていう風なスルーしてですね、イランの報復対象にされないと思ってたんですけど、報復対象にされてしまったので、これどういうことなんだって話が違うじゃねえかっていうですね。まあ正直悪人同士がなんか揉めているだけだから、全然サウジアラビアに対しては同情する気になれないんですけれども、まあ日本にも同様の危険は当然あると思います。はい。秋野りさん、こんからすです。芋づるだな、ワルの芋づるだなっていう。まゆちさん、こんからすです。アメリカ的には中東を不安定化し続けるためにはイスラエルが重要なのかな。いや、全くそうだと思いますね。そこがやっぱり利害一致してんじゃないですかね。まあ、アメリカ的にも中東は不安定であった方がある程度いいし、イスラエル的にはイランを潰したいわけですよね。邪魔だから。はい。ですね。イスラエルの民間防空アプリが NHK の緊急事態速報の警報音を無断利用している。そうなんだ。それはダメじゃないか。NHK も許可してないのか。はい。トランプじゃなくてトランプの娘婿の話ですね。ジャレット・クシュナーですね。がユダヤ系です。イスラエルと米国って強固な軍事関係があるんだから、まあいずれにしても同じっちゃ同じなんでしょうけどね。どっちが先かみたいな話なんでしょうかね。ここでアメリカはって書かれるアメリカもかわいそうです。トランプが早く退場してほしい。いやーでもトランプ選んだらアメリカ人だからな。権威主義国家じゃないですからね。はい。イランの核廃発があと数ヶ月で完了すると95年からイスラエルは言い続けてるってそうなんですよね。だから絶対にそうだ、イランの核開発は成功するっていうかすぐにね、終わるはずだみたいなことを言い続けているんですけれども、まあ全くそんなことはですね、言うとあれておりません。ちなみにトランプなんですけれども、ユダヤ教には改宗してないです。おそらく娘さんのイバンカ・トランプさんのことだと思います。ジャレット・クシュナーと結婚したんで、その時にユダヤ教正統派に改宗してます。はい。なので、まあ、トランプの家系にね、ユダヤ系の人たちがいるっていうのは事実ですけれども、トランプ本人はユダヤ人ではありません。はい。イランに核持つだというアメリカが一番武装してて1000発以上の核を持っている。本当にね。だからね、選んだとはいえ、まあそうですね、選んだ以上の暴走してるので、やっぱマガの人たちにもようやく見捨てられつつありますよね。遅えよって感じしますけど、まあ、今の支持率が2、30% ぐらいまで落ち込んでるそうなんで、まあ、マガの人たちね、一時は、一時はやっぱり 60% ぐらい支持率あったはずなのでですね、まあ3割ぐらいの人はもう、トランプにね、もうこいつダメだっていう風になってるみたいですね。で、ちなみにそれは良くないことなんですけれども、トランプの支持者ってネオナチのね、反ユダヤ人系の人たちって結構 いるんで、白人至上主義者のね、まあヒットラーを崇拝してるような連中ですけれども、まあ彼らがね、やっぱりかなり、まあイスラエルのこと大嫌いだから、今回の戦争に関しては非難してるらしくて、まあなんか悪対悪って感じなんですけれども、ね、ユダヤ人どもの戦争に付き合わされるなんてとんでもねえってクシュナをクビにしろみたいなことは言ってるみたいですね。はい。まあアメリカは水面下でそうですね、サウジ、クイートや UAE のようなね、人たちに交渉はしてるでしょうね。で、在日米軍は防護改正レベルを上げました。在日米軍基地が集中している沖縄攻撃とターゲットとされる可能性が上がったということで、FP コンのブラボーっていうのにですね、今上がったそうです。いつもはまあノーマルかアルファ第2段階ぐらいまでなんですけど、今最段階ブラボーですね。で、さらにチャーリーかデルタまで行くと、まあ日本のまあ米軍基地も危ういということになるので、
本当ね、いや、でもこういうことやっぱり琉球の人たちにちゃんと伝わってんのかなと思うんですけど、はい、非常に心配です。はい。なので日本も他人事だとは言ってられないわけですね。で、まあ、そんなアメリカ人の人たちなんですけど、まあ、これちょっと映像あれなので流しませんが、アメリカのとあるニュース番組のアンカーが、まあ、これ一応、確認したんですが、フェイクニュースではありません。NBC で本当に報道された内容です。これが、イランの外相の荒口さんなんですが、ニュースアンカーの方がなぜ米国基地を攻撃するんですかっていうことをですね、荒口さん本人に聞いたんですよ。で、イランの外相が、いや、それはあなたが我々を爆撃しているからでございますというまあちょっとこの半笑いにもう荒口さんさすがにこれなっちゃってるのが映像でわかるんですけどまあ一応擁護しておくと、原文を見ると、原文のね、動画を実際に見ると、まあここまでストレートな聞き方はしてなくて、なんていうか、我々のその同盟国じゃないですかって、まあ、同盟国は関係ないのになぜ米軍基地を攻撃するんだっていうような、まあ、ニュアンスで聞いたみたいなんですけど、それはイランからしたらね、サウジアラビアだろうと UAE だろうとね、米軍基地なんだからそれは攻撃するだろうって今回イスラエル単独で攻撃してきたっていうならね、ちょっとイランの暴走ではないかっていうふうにも、まあ、見る方はできますけれども、米軍基地からね、米軍が飛んできて、いや、サウジアラビアはまあ関係ない、私は関係ないって言ってますけれども、攻撃してきてんだから、それは米軍基地を叩こうとするだろうってお前は何を言ってるんだっていう感じなんですけど、まあでもアメリカ人のなんか一般的な認識ってこんな感じなのかなという気もちょっとしてしまいますよね。なんかイランは叩かれて当たり前だからで、お前らは黙って叩かれてりゃいいんだみたいなですねアメリカの根本的な乱暴さというか傲慢さが透けて見えるちょっとやりとりでございました。なぜ攻撃するのですかって、いや、びっくりしますよね、この質問。なぜもクソもねえだろって、自衛権があるんだよ、イランにだってよっていうはい。いや、日本全く関係ないのにね、トランプに巻き込まれるのは本当勘弁してほしいですね。はい。ただ日本が軍拡路線はね、今突き進んでる最中なので、もうどうにもなかなかね、変わらないと思いますけれどもね、議席数もあるので、まあただね、核とかはやっぱりね、勘弁してほしいですよね。全く話が違う話に次元が違う話なので、まあこの前高市さんもさすがに否定したので、核配備はしないと思いますけどね。そう、帽子幼鳥みたいですよね、本当に。でも本当に今回の攻撃でね、中東系の人たちの差別とかね、イラン系の人たちへの差別は絶対起きてはいけないことなので、それはね、左派は絶対批判していかなきゃいけないところだと思いますね。ありがとうございます。うん。そう、でも日本政府はイランに自制を求めるみたいなこと言ってるんですけどねいい加減にせえよっていう話ですけど、まあ、でですね、これトランプを批判してカナダに亡命したことで有名なティモシー・スナイダーさんっていう人がいるんですけど、ちなみにプーチンのことも激しく非難している人です。イラン攻撃の動機とは何か、戦争の動機を大きく2つに切り分けて考える、国内政治、戦争を国内の民主主義を弱体化させるツールとして使用し、敵と戦っているので団結しなければならない、もしくは非常事態なので特定の現政権に有利な条件で選挙を行おうとしている。トランプ政権の腐敗の度合いを考慮すれば、米軍が都度雇用に使われている可能性も考慮しなければならない。イランと対立する湾岸アラブ諸国はトランプのファミリービジネスに莫大な贈り物を与えてきたということで、まあ、結局やっぱりトランプ一家の利権のためにやってんじゃないかというティモシー・スナイダー教授は言ってるみたいです。で、補足として、ワシントンポストが、スクープを出してまして、ちょっと有料記事なんで、この人の要約を読みたいんですけど、サウジとイスラエルの猛烈なプッシュによって今回のイラン攻撃が決意されたと。で、さっき、なんか出てきた、なんか、その悪いやつ、サウジアラビアいたじゃないですか。サウジアラビアもプッシュしてたみたいなんですよ。やっぱお前も関連じゃないかっていう話なんですが、サウジアラビアの皇太子ですね、サルマンですけど、表向き外交による解決を支持するなどとしながらも、プライベートでは攻撃を押す電話を複数回トランプにかけていたと匿名の関係者4人がワシントンポストに証言した。アメリカの諜報部の報告では、イランによる米本国への危険性は今後10年はないとされており、その中で、まあ、トランプはね、自国が安全だからまあいいやっていう感じで攻撃してんだけど、まあ、サウジアラビアは当てが外れてですね、攻撃されてしまったということですね。まあ、完全に自業自得だと思いますが、
とんでもない話ですよね。まあ、サウジアラビアってね、自国でもね、それこそ女性や LGBTQ の人たちを弾圧してたり、まあ、独裁国家でひどいんですけれども、だから全然イランのこと言えるような国じゃないのに、まあ、親米だというだけでなんかアメリカから特別扱いされて、こういうね、戦争やっちゃいましょうよってね、うちも得になりますよみたいなことをトランプに吹き込める立場にいるっていうことなんですよね。どうかしてんじゃないかと思いますけど、まあ、サウジアラビアがイスラエルとね、仲良くしていることが、まあ、ハマスを結構追い詰めたね、原因だとも言われております。はい。でですね、そう、日本にはそう、比較三原則もあるんですからね、それは本当厳守してくださいよって思いますよね。トランプは、まあ、今、まあ、民主党とかの人が言ってる、まあ、一番希望的なルートとしては、中間選挙でめちゃくちゃに敗北して、議会が、まあ、いわゆる、例えば、今、まあ、壊滅しちゃいましたけど、中道が、自民党を超えて議席多数みたいな感じになる可能性があるわけですよ、アメリカだと。そうなると、民主党から弾劾決議案っていうのが出されて、弾劾決議案が可決されるので、当然に、まあ、弾劾罷免されるっていう。まあ、もしかしたらアメリカ史上でも珍しい弾劾された大統領になっちゃうかもしれないっていう、まあ、そういう危機感がトランプ本人にもあるので、まあ、結構破れかぶれの攻撃に出てるんじゃないかと言われてはいますね。はい。防衛省また入札しようとしてんの？虐殺ドローン。この前一回やめてくれたんですけどね。はい。トランプさんなら日本の比較三原則を無視して核持ち込んでてもおかしくない。いや、本当になんか笑えないっていうか、やれかしそうなんですよね。はい。ということでですね、他にもニューヨークタイムズはね、腐ってもニューヨークタイムズというか、記者が6人がかりで、これも有料なんであれなんですが、トランプが今回の戦争を決断した内幕を詳細に記したスクープ記事を書きました。ネタニヤフ首相が大プッシュしていたことや CIA がハメネイの居場所を特定していたこと、外交交渉は結果的に時間稼ぎに過ぎなかったことなどを、匿名の情報源からネタをもとに描き出しているということで、まあ、やっぱりトランプとしてはもう1月ぐらいの時点でネタニヤフやサウジアラビアから言われて、ハメネイを殺す決意はしてたみたいです。で、ハメネイがもう CIA のがね、1月ぐらいには居場所特定してたんで、いつでもやれますよって、トランプさんやっちゃいましょうみたいなことを言ったんで、よし、やるかつったんだけど、まあ、先ほども言ったようにですね、イスラエルが、いや、ちょっと待ってって、ジェラルド・フォードがないと僕らが攻撃されるんで勘弁してくださいみたいなことを言って、まあ、結果的にやらなかったと。で、結果的に、だから、3万人、4万人とも言われてますけど、ハメネイのね、弾圧を受けて民主派の人たちがね、殺されたりしたわけですよね。だから、トランプとかトランプを支持してる人たちって民主派を応援してるとかさっき言ってましたけども、彼らがもうちょっと早く決断してればね、そういうこと起きなかったかもしれないですよね。非常に罪深いんじゃないかと思います。はい。まあ結果論は結果論ですけど、はい。で、報道ステーションもですね、まあこういう状況を見てなのか、珍しくですね、ちゃんとトランプを批判している記事をいろいろ出しているんですけど、興味深かったのは、こちらのイスラエルに関するですね、インタビューですね。イスラエル現地の松本記者が、取材しているんですけど、イスラエルでは警報が頻繁になってシェルターに逃げるような生活になっているが、戦闘は長年続いてきたことだ。イスラエルはこういったことはみんな慣れていると。先制攻撃を含めた今回の衝突に関して国民からは国の安全に守るためにアメリカと協力してテロ攻撃を止めてほしい。連立政権維持のために、極右政党に依存するネタニヤフ首相は戦闘の継続という強硬姿勢を取ってきたが、国民からはネタニヤフ首相が個人のためにやろうとしているわけではなく、最終的にはテロ組織との戦いは終わらせなければならないといった声や、政権を支持しているわけではないのだが、イスラエルの脅威を排除するために、政権がアメリカと下した戦闘開始という判断は正しい判断だったと思うという声が触れられたと。大国であっても長年敵対してきたイランとの戦いは避けられないという考え方だったようだという。まあ、イスラエルもこれが全てイスラエル人の声とは思いたくないんですけど、まあちょっと呆れますね。やっぱりイラン潰すためだったら何でもいいんだな、この人たちはっていう。まあね、パレスチナに対する態度を見てればわかりますけどね。
でも本当戦争屋ですよね、ここまで来ると。だから自分たちの都合でね、他の国を潰すっていう、だって9000万人人口いるんですよ。だから、いきなりそうやって攻撃を仕掛けたり、空爆を仕掛けたりすることがもう当たり前になっちゃってるっていうことですよね。おそらくイスラエル人の人たちの、まあ、多数派の人たちの中ではですね。で、まあ、そういう中で左翼の人たちがいじめられたり、迫害されたりしてるのはね、私もまあ、ずっと見てきたので、なんか日本がこういう国になったら本当嫌だなっていう気持ちになりました。はい。ね。はい、トランプはこれでアメリカ史上初の1年のうちに8カ国を空爆した大統領になりましたね。はい。そうですね。中間選挙でだからねじれ状態を生み出すっていうのが、まあ、民主党の今狙っていることだと思います。まあ、このままいけばね、まあ、うまくいくんじゃないかという気がしますけど、まあ、民主党自体がちょっといまいちだらしないのと、まあ、トランプが何してくるか分かんないっていうのでね、やっぱり戦争をまた仕掛けてくるかもしれないし、最悪シビルウォーみたいな内戦になっちゃうかもしれないしっていう恐怖は、まあ、言われていることですよね。そう、1月はそう、マドゥロを逮捕してたので、まあそっちでかかりっきりだったっていうのもあると思うんですよね。はい。でも本当アメリカとイスラエルの都合で決めるなやって本当に腹立つ今年度はね、ハンガーストライキしてくれた平山さんとかの活躍もあって、全然、いや、大丈夫ですよ。私もね、まさかね、阻止できたとは、びっくりしたのでね、素晴らしい成果だったと思います。はい。イスラエル市民もね、この辺本当無感覚になっちゃってんでしょうね。戦争が日常化するって本当恐ろしいなと思います。サウジアラビアの由来はサウド家のアラビアでどんな国家だかお察しなのだった。まあ、国名がちょっと悪いと言えるのか。いや別にね、サイド家じゃなくていいと思うんですけどね、もうちょっとなんか民主的な国になってほしいですよね。せっかくあれだけお金とね、あれがあるのにもったいないですよね。いや、ほんとイスラエルはね、最近他人事と思えないですよね。見てるんですよ、すごく。この政治的になんか諦めムードっていうか、まあ、しょうがないじゃんってね、悪い国なんだからみたいなことを言う市民がたくさんいるっていうのはですね、恐ろしいですよね。はい。で、今のイスラエルの行動なんですけど、ガザとエジプトの国境にあるラファの検問所を今回の戦争によって安全上の理由により封鎖するというですね、これ完全にこれハマスっていうかパレスチナのへの嫌がらせですね。支援物資がガザに搬入されないだけではなく、重篤患者の医療提供の面からもこの対応は許せません。イスラエルはイラン侵攻のどさくさに紛れてパレスチナ人を苦しめていると。ガザの国境が無期限に閉鎖されると伝えられました。もしこのまま閉鎖が続けば、食料を提供しているワールドセントラルキッチンは今週で食料が枯渇してしまいます。今我々は毎日100万食の炊き出しを行っています。この戦争の当事者ではない飢えた家族たちに食べさせるための毎日欠かさずの食料の搬入が必要です。ガザのすべての NGO が食料、医薬品、医療機器、燃料、テント、衛生商品などを、必要としています。これ以上待てません。今すぐ人道トラックを通してくださいと。いうことでですね。当然だと思います。っていうかもう本当パレスチナいじめをやめてくださいよ。ね、いつまでやり続けるのか。トランプとネタニヤフがいなくならない限り変わらないんでしょうけど、で、やっぱりこんなことが許されていいはずがないし、元を正せばね、最初にも言いましたけれども、イスラエルのこういう学校爆撃みたいなのをね、野放しにしておいたから、結局で、今回の事件が起きたわけですよね。はい。で、だから戦争とかって全てつながっているので、今最新ニュースでレバノンの空襲もやってるみたいですけれども、だから戦争国家としてね、イスラエルがずっと中東の不安定化を行ってるっていうような状況が変わらない限り、そこに住む人々への平穏は訪れないと思います。はい。ということで、ですね。イラン戦争の話でございました。大変長くなってしまいましたけど、ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。最後に日本の話とかして終わりにしたいと思いますので、ちょっとお水飲ませてください。
はい、失礼しました。サウジアラビアって意外に裕福でもないんだ。その辺ごめんなさい。ちゃんと私が知らなかったですね。申し訳ない、無知で。ちょっとね、サウジアラビアについてももっと勉強します。はい。ちゅうことでですね、防衛省来年度も攻撃型2型の入札でイスラエル製を候補にしてんだ。いや、絶対それも止めなきゃいけないですね。ていうか、いい加減やめろよって。本当に。はい。ちゅうことでですね、まあ、ちょっと最後、日本に戻ってきて、配信終わりにしようと思います。世界経済にイラン攻撃の衝撃、米国への悪影響は小さめか、苦しい日中欧ということで、まあなんか朝日新聞さんがちょっとなんていうか、人事じゃないけど、ちょっと毎日の記事に比べると、なんかどの目線みたいな記事を書いているんですけど、まあ日本の人たちがまあただ心配しているのは、やっぱりイラン情勢のね、緊迫化によって原油価格がどうなるかとかそういう話かなとは思います。米国産原油の先物価格が1日8ヶ月ぶりの高水準となる1バレル75ドル台となった、先週末して 12% 高騰だったということで、まあ原油価格が上がるのは避けられない見越しだとまあ言われてますが、当たり前では当たり前ですけどね。ただ70、80ドル台で動けば、先進国経済への影響は軽微で済むという分析も出ているそうです。まあ、ただ、これあくまでまあ短期的な見通しに過ぎないし、まあ経済がね、どのようになったとしてもね、イラン人の人たちがみんな亡くなっていくのは避けられないので、もうちょっと朝日新聞はそこ反対しろよという感じなんですけれども、まあ有料部分には書いてあるんですけど、やっぱりホルムズ海峡の行方が非常に注目されていると。イランの精鋭部隊イスラム革命防衛隊は2日、通行しようとする船舶には全て火をつけると述べたと報じられておりますと、いうことで、結局イラン革命防衛隊がですね、何が何でもホルムズ海峡を通さないみたいなことを言ってしまったので、まあ日本の原油価格というかですね、日本にそもそも原油が来なくなるのではないかというちょっと懸念が出ているというのが現状だとは思います。牛尾さん、ここからです。初コメありがとうございます。アメリカのイラン攻撃に抗議ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、日本赤運動ね、のようなイメージ、未だに持ってる人いるのかな昔はね、確かにそのイメージ強い人が多かったと思うんですけどね。で、まあ、それに対してですね、茂木さんなんですけど、茂木外務大臣が中日、イスラエル、イラン両大使と面会し、地域を不安定化させる行動をやめるよう、アメリカ、イスラエルに申し入れしたんですよね、と思ったんですけど、イランに申し入れしたって書いてますね。イランに申し入れしたの？イランに申し入れしたのっていう、まあ、ちょっとこれもびっくりしちゃったんですけど、まあ、日本の行動だなと思います。はい。茂木外務大臣は日本のイスラエル大使、イラン大使と面会したんですよ。だから私、イスラエルにさすがに抗議したんじゃないかと思って、ちょっとだけ期待してしまったんですけど、イランに対して、地域を不安定化させる行動をやめるようにお願いしたと。まあ、イスラエル大使とも、まあ、イランをめぐる地域情勢の悪化を深刻に懸念していますみたいなことを、まあ、言ったらしいんですけれども、いや、言う相手が逆では、イランに対しては、地域情勢の悪化を深刻に懸念しておりますでいいと思いますよ、メッセージとして。で、イスラエルに対しては地域を不安定化させる行動をやめるよう申し入れなきゃダメじゃないですか。いや、アメリカに何も言えないのはもうどうしようもないとしてもさ、イスラエルにぐらいは何か言ってくださいよって。なんでイスラエル大使に何も言わないの？毎回思うけど。まあこういうね、まあなんか大木曽さんっていう人はなんか我々左翼を笑ってましたけど、こういう態度なんで日本政府を私は信用できないんですよ。おかしいじゃないですか。逆だろ。イスラエルとイランが。はい。ということで、茂木さんはイスラエルにもぜひ抗議してほしいなと思います。はい。人命ではなく原油価格の心配しかできないのは怖いことですね。もう SDGs をやっぱりスタンダードにして、そうですね、太陽光発電をもっとね、進めてれば日本ってここまで心配しなくてもよかったはずなんですけどね、そこもやっぱり国家戦略的に失敗してますよね。はい。
独仏日どっちに行ってんのって感じだってね、みんなイランに対して言ってますからね。さすが茂木さん、ずれてる。イスラエル大使に言えよ、この野郎。情けなさすぎる。友人に高市政権最悪なのだ。ギラド公園に言えって。めちゃくちゃでしょ。平和のために降伏しろ理論って結局あなた方の考えでしょ。でもそれですよね。なんかその左翼の人間がみんなそういうこと捉えてるじゃないってなんで言うんだろうって思ったんですけど、なんか平和になったらね、弱い方が降伏しろって普段この人たちが考えてることなんじゃないかというちょっとね、思っちゃいますよね。はい。イスラエルにはちゃんと言いましょうよって。ちなみにそうですね、新聞の見出しが軒並みイラン攻撃などと、攻撃主体がイランと読めるようなね、朝日新聞どう書いてたかな。そうだ、朝日新聞は一応米イスラエル、イランを攻撃ってちゃんと書いてくれてますね。ただ、ここもイランを攻撃だけ読んだら、イランがなんかやってるんじゃないかという風に見えなくもない。パレスチナ問題っていう言い方も私良くないと思ってて、いつもイスラエル問題って言い換えたりしてるんですけど、問題がどっちにあるかっていうとね、アメリカとイスラエルの方なんで、アメリカ・イスラエル問題と言った方がいいと思います。はい。ですね。そう、大体告発と告発ってそうなんですよね。で、被害者に対するこれ、理事課外ですよね。そう、でもここほんと岸田と石破でもね、一緒だったんですよ。だから高市になったから急に悪くなったわけではないです。はい。そうです、そうです。そう。やっぱアメリカにずっと逆らえないというのは日本保守のなんか宿話なのかなというふうに思うんですけどね、強い方に思ねんのやめてもらってくださいよっていうですね。で、このロシアンブルーさんっていう方、ちょっと大げさに書いてるんですけど、ホルムズ海峡の件について解説してくださってます。ホルムズ海峡が史上初めて事実上の封鎖に入っています。石油については、日本の、輸入原油の約8割がこの海峡を通っており、国家備蓄は約146日分。なんかこれいろいろな説があるらしいんですけど、だいたい140日から150日分ぐらいだそうです。石油に関してはある程度の余裕はありますが、問題はガスですと。LNG 液化天然ガスマイナス162度まで冷やして初めて液体になる燃料であり、石油のようにタンクに何百日分の貯めておくことは不可能です。日本全土での在庫は約2週間、これもね2週間から3週間というふうに言われてて揺れがあるようですが、トランプは4週間攻撃すると言っているので、この在庫期間はすでに超えています。実際日本の LNG 輸入の9割以上は欧州、マレーシア、米国など中東を経由しないルートで調達していますが、しかし残り1割のカタール、オマーン産が止まり、さらに民間船舶が保険リスクを嫌って航路を回避し始めた瞬間、需給バランスが一気に崩壊する可能性があります。商船三井、日本郵船、川崎船の海運大手3社はすでにホルムズ海峡の航行停止を決定しており、船は止まっており、市場はすでに動いていません。なのでエネルギー価格が爆発的に高騰する可能性が出てきてるわけですね。はい。いやー、正直本当 LNG は、やばいですね。私北海道に住んでるので、はい。今プロパンが使えないということになるとね、致命的だと思います。はい。ガスストーブのね、家も多いですし、なんですけれども、まだまだね、春先ぐらいまではずっと気温が低いので、という感じになってますが、早い段階でですね、停戦することを祈るしかない状況ですかね。はい。そうですね、ロシアの侵攻はね、ウクライナ戦争っていう人も多いんですけど、せめてね、ウクライナに対する侵略とかね、言ってほしいですよね。私はよくロシアによるウクライナ侵略みたいに言いますけど、はい。軍事力がなく独り立ちできる国が健全だと思います。ね、西側平常運転。イスラエル大使には何言ったのか言わなかった。イスラエル大使には、懸念を伝えたそうでございます。地域情勢の悪化を深刻に懸念しておりますみたいなことを言ったそうです。いや、それは確かにイスラエルが原因なんですけどね。はい。ですね。で、ホルムズ海峡の封鎖、は
危機事態になりませんということで、これはただね、ちょっとあんまり褒めたくないんですけど、木原さんのファインプレイじゃないかと思うんですけど、以前の配信で紹介したんですけども、いわゆる存立危機事態ってね、ホルムズ海峡が封鎖された場合、存立危機事態に当たる可能性があるって、当時安倍政権が言ってたことがあったんですよ。なんですけど、木原官房長官が2日の記者会見で、日本国内のエネルギー供給の要所とされるホルムズ海峡が事実上封鎖された状況をめぐり、集団的自衛権の行使が可能となる存立危機事態や他国軍を後方支援する重要影響事態に該当するとは判断していないという認識を示したということで、これでですね、高市さんが口を滑らせて、いや、今回は存立危機事態に当たるかもしれませんみたいなことを言ってしまった場合ですね、自衛隊を派遣せざるを得なくなるのではないかという、一部でですね、そういう懸念が結構出てたんですけれども、これで木原さんが釘刺したんで、とりあえず、止まったのかなと思います。これは、ね、ファインプレーだと思います。あんまり褒めたくないけど。はい。高市さんがなんか余計なことを言う前にですね、これは存立危機事態ではありません。存立危機事態ではないです。3週間でなんとかなるんですという、ことを言っているわけですね。はい。で、官房長官は、そしてですね、木原さんなんですけど、イラン攻撃への対応をめぐり、さらに首相のフォローをしています。首相の金沢出張は問題ありませんということで、木原官房長官は1日未明の記者会見で、米軍とイスラエル軍がイラン攻撃に踏み切った後に、高市早苗首相が選挙の応援に金沢市を訪れたことについて、しかも長谷博を応援しに行ったことについて問われ、金沢への出張中、状況については逐次報告し、首相の指示を受けながら必要な対応をしてきましたので、出張したことに自体に問題があったとは考えていないという、早口で言っておりました。問題あるよね。なんで石川県知事選の応援行くんですか、この状況で。あなたはだから軍事に対してセンシティブな人じゃなかったんですか。いや、ちょっと信じがたかったですね。二度見したんですけど、よりによってしかも、元維新の長谷博っていうとんでも知事がね、金沢いるんですけれども、奴を応援するために、あんな奴落選すりゃいいのにと思ってるんですが、彼を応援するためにですね、高市さんはわざわざ、金沢にまで駆けつけてですね、イランの状況そっちのけでそっちに行ってしまったということでして、木原さんがフォローを出さざるを得ない状況になってしまったようでございます。いやー、なんでそっち優先したんだろうな。これ明らかに状況判断として間違ってますよね。もしかしたら高市さんじゃなくて周りの誰かが言ったのかもしれないし、長谷博が来いって言ったのかもしれないですけど、だって長谷博ですよ。で、私が長谷さん嫌いだから思うのかもしれないですけど、金沢でね、地震の時に散々対応を非難されてね、東京にいて、顔も出さなかったとか言われてる、彼を応援わざわざして再選させてもらうために、わざわざですね、イランの状況対応そっちのけであっちに行ってしまったということで、いや、首相の仕事が大変なのは理解してますけれども、これはないんじゃないかということで、木原さんはだからファインプレーを2回やらないとですね、高市さんのフォローができなかったというような話でございました。はい。ということでですね。そう、高市さんが言う前に釘刺してるんですよ。さすがですよね、そこは。で、これは正直ファインプレーではないかと思います。逆に言うと、こういうことが存立危機事態になることもあるということ。何が起こってもどうせ左翼と役を落とせえりさよるのだ。さすがに今、もう国会に左翼がいなくなっちゃったから、どう整理できないんじゃないですかね。いや、ほんと高市さんに聞く前に言ってくれてよかったですよ。はい。ちなみに金沢知事選挙は拮抗しているようです。能登の人の見つけた長谷博落選すべきですよね。いや、当たり前ですよ。長谷落選してください。はい。本当に。あんなひどい知事いないですよ。安保法制の審議の時はホルムズ海峡の機雷封鎖を例に出してましたからね。そうなんですよ。安倍政権でそういう回答をしちゃってるので、これはね、存立危機事態だとね、高市さん言ってしまうのではないかっていう懸念がずっとあったわけですけど、先回りして釘刺してくれたので、とりあえず良かったと思います。首相はイランのことどうでもいいのかもしれないですね。それはそう思いますよ。なんかね、どうせアメリカがなんかやってくれるんでしょみたいなぐらいにしか考えてないのではないかという。いやでもホルムズ海峡のこと考えたらそれこそ存立危機事態になりかねないぐらいの重要国家なんですよ。高市さん。
理解されてるんでしょうか。ということでですね、ただ高市さんはですね、ちょっとすいません、戦争の話題からそれるんですけれども、まあちょっともっとも大きな問題がですね、なんか来てるのではないかということで、ちょっと注目されてるニュースがあったんですが、高市氏証明の仮想通貨に注意を全く存じ上げずと投稿ということで、まあこれネットが大騒ぎになってるんですけど、高市早苗首相が昨日ですね、自分の名前入りの暗号資産早苗トークンが、発行取引されているとツイッターに投稿し、自分や事務所とは全く関係がないので誤解しないよう注意を呼びかけたと。名前のせいでいろいろな誤解があるようだが、私は全く存じ上げない何らかの承認を与えたこともないと。まあ発行元のウェブサイト上には首相の名前が掲載されていると。まあ誤認しないように気をつけてくださいというポストをされたということで、まあこれだけだったらね、なんかこの記事、共同の記事だけ読んだら、高市さん被害者に見えますよね。なんかやっぱり首相のそういう人気とか知名度を利用してそういう悪いことするやつがいるんだ、ろくでもないですねって。まあ私も思ってたと思うんですけど、実態がだいぶ異なるようなんですね。高市首相、これは名前のせいかいろいろな誤解があるというような話ではなく、思いっきり高市早苗さんのイラストとアイコンと名前まで打ち出されてますけど、ですね、ノーボーダーっていう番組をやっている溝口さんっていう人がリアルバリューの動画内でノーボーダージャパンイズバックプロジェクトから早苗トークンを発行、実は高市さんサイドとはコミュニケーションを取らせていただいているんですという発言をされています。見る側に対して高市さん側が公認しているという誤った印象を与えたのではないでしょうかということで、まあノーボーダーというですね、差別やヘイトをね、増幅しているクソ YouTube 番組があるんですけれども、まあここでですね、溝口さんっていう偉い人が、ジャパンイズバック、早苗トークンはただのミームじゃない、日本の未来を競争するコミュニティトークンだというふうにぶち上げたんですね。で、これでなんか価値が暴騰したり暴落したりとか偉いことになったということなんですけれどもこれ普通に投資詐欺とかの類の話ではっていう。で、早苗トークンを喧伝していたのは高市事務所を名乗るチーム早苗アカウントです。チーム早苗ビーナス号グッズアカウントの運営は事務公認のビーナス合同会社です。同社の登記上の住所は奈良の高市早苗事務所、自民党奈良県第二選挙支部事務所と同一です。定款には投資及びそれに関するコンサルティング業務とありますが、チーム早苗のメンバーとはこの会社メンバーのことなんじゃないでしょうかということで、まあなんか高市さんの歯ブラシとか売ってたチーム早苗ビーナス号グッズ販売ショップって、以前私もね、選挙前に取り上げたことがあるんで、覚えてる方もいると思うんですけど、早苗トークンをね、この人たちが宣伝してたらしいんですね。いや、この人たちって思いっきり高市さんの関係者だよね。公式アカウントでしょっていう。これはもしかして知ってた話なのではないでしょうか。これから金融庁が動くと思います。資金法決済法上、暗号資産の交換業は金融庁登録必須ですが、この仮想通貨は主に海外の分散型取引所で取引されていて、金融庁監督下にないため、無許可発行の疑いがあります。ノーボーダー溝口らの宣伝で高騰し、首相が否定で暴落しているパターンで投資家の被害がすでに出ているので、まず金融庁は事実確認と注意喚起を発信しており、過去の類似ケースでも、消費者保護を優先して、下手すると溝口さんが逮捕されるとこまで行くんじゃないかなみたいな。ノーボーダーは全く応援していないので、別にそれはって感じなんですけど、これ今の段階だと高市さんがどれぐらい関わってたのかわからないですけど、いやなんか、2つ返事で、いや別になんか、仮想通貨ぐらいいいんじゃない発行してもぐらいのこと言っちゃったんじゃないですかこれは。なんかそのサービスっていうかリップサービスでノーボーダーも今度出るからいいよって、言っちゃったんじゃないかなと思うんですよね。それでノーボーダーの人が調子に乗ってこうやってぶち上げたらとんでもないことになってしまったという少しは考えろよっていう感じですし、それはノーボーダー側がね悪いと思うし高市さんの責任じゃないと思いますけどっていうちょっとお話でしたはい。なので現役の日本国首相に絡む金融詐欺の事件に発展するかもしれません。はい。ということでですね。いや、でもあらかじめ釘刺されても身勝手なこと言いそうで怖いんですよね、ほんと高市さんって。だからこういう軽口を叩いてる可能性があるわけですよ、見えないところで。怖すぎるでしょ。官房長官は毎日ファインプレーをしなきゃいけない職種なのかっていうですね。
いやー、これはタクツガリ高市さんとばっちり食らったのかなと、私もだから最初はそう思いましたよ。いや、さすがにこれはとばっちりでしょって、私は確かに反高市ですけれども、ノーボーダーの溝口が勝手に名前使ったって話でしょと思ったけど、なんか全然話が違うんですよね。公認ですよみたいなことを言ってるんですよ。だからこれが全くの嘘じゃないとしたら、いや、まあってしかも自分の事務所のそう中の人がいたというですね。はい。そう、トランプのそう名前がついた怪しいコインとね、全く同じですよね。はい。そう。6000円の歯ブラシ売ってたのもどうかと思いますけど、前の配信でも言いましたが、溝口氏は過去にも従業員に対するパワハラ、モラハラ、会社の金を指摘利用など裁判で認められた人物ですという、そうみたいですね。はい。番組自体もひどいですけどね。ブレイキングダウンの功績でなんか社会的地位を与えてしまったのが間違いじゃないかという気がします。はい。結構前からスタートアップと経産省などで仮想通貨をめぐる石膏があったから変な方向に進まないといいですけどね。いや、本当は脇が甘すぎますよね。こういう、だから、自分が日本国首相になったんだから、こういうことをね、安易に約束してはいけないっていうことぐらい、分かっててくださいよって感じなんですけど、ですね。高市熱狂ここまで来るかという。まあそうですね。ノーボーダー見てるような人にはやっぱりファンのそういう人が多いんでしょうね。非常時に野党のカタログギフト追及がくだらんと言ってた人たちは選挙応援で金沢に行く高市さんのことは追及しないのかと。高市氏は今日の辰巳幸太郎氏の世界日報関係の質問にも白を切っていました。そうですね。藤井聡さんも関わってるそうです。はい。まさか本当にやると思わなかったパターンも可能性もありますけどね。だから陰謀論とかそう、ヘイトスピーチみたいな河合祐介出したりしてるメディアですからね。ほんととんでもないですよ。だからね、なんかこういう人がやっぱりなんか社会的地位を得てね、すごい偉そうに発言してるのがおかしいと思いますよね。詐欺師じゃないですか。この詐欺事案が事実だとしたらね、だからなんか反社まがいのことをやってる可能性があるわけで、投資詐欺になってますよね、結果的にですけど。まあ悪意はなかった可能性はありますけどね。はい。ちなみにこれおまけですけど、なんかこの前削除された高市早苗さんのコラムを全文検索できるサービスが作られたそうなので、皆さんよかったらチェックしてみてください。イランで結構発言してました。はい。ということで、先ほどもちょっとコメントに出てたんですけども、国連憲章違反のイランへの先制攻撃について、アメリカにやめるよう求めるべきと共産党田村智子委員長が高市総理に2度求めましたが、外務大臣が答弁に立ちました。まず、ここからしてひどいと思います。そして、総理も外相と、日本と、米国とイスラエルの先制攻撃に対して、すべての情報を把握していない、法的評価はしていないと逃げまくり、先に攻撃した国に攻撃をやめろと言わずとして、どうして戦争を止められるのかという田村委員長の言う通りだと思います。高市首相がアメリカの力による支配、無法に一言も言えないことがよくわかりました。卑屈なまでに米国トランプ政権言いなりです。国際秩序の崩壊に日本が加担するなど許されませんということで、共産党さんの立場は一貫してるなと思うんですけれども、田村委員長がね、追及して、なんかすごい最後だけ嫌そうに出てきたりとか、まあ、そもそもだから、指名してんのにね、やっぱり外務大臣がわざわざ出てきてるっていう風になっちゃってるわけですよね。だから、まあ、国会がね、与党優位にだったら絶対こうなるっていう風に、まあ、選挙の時からすでに言われてたわけですけれども、その通りの情景になってしまってると思います。なので、なかなか高市さん自ら答弁してもらうっていうのはですね、野党側の指名からはもう難しくなってるのかなと思います。いや、暗号通貨周りは本当ね、反社とかね、やばい人たちいっぱいいるからね、取り締まらなきゃ、もっとちゃんと取り締まらなきゃダメだと思うんですけど、なんか定期的にこういう事件起きますよね。はい。ちなみに溝口さんと早苗トークの責任者となれる、NEU という会社の、代表の松井健っていう人が安倍昭恵と写真撮ってました。そうなんだ。それまた怪しいな。ろくな出演者がいない。はい。ですね。だからまあ、高市さんはね、高支持率を維持してるわけですけれども、まあ、それでね、やっぱり国会がこうやって形骸化してるっていうちょっと懸念が出てるわけですね。史上最低の予算委員会でした。中道の西村智奈美さんが高市早苗総理宛てに答弁を求めても坂本哲司委員長は無視して他の大臣を指名しています。あと3分しかいないのでと抗議すると、時間配分は自分の責任でやってくださいと暴言。思わずひどいと漏らす西村。委員長は何のためにそこに座ってるんでしょうか。中道の議員もなぜ黙ってるんでしょうかと、いうことで、まあこの人は中道支持の立場で批判してるって思われるんですけれども、
結局マスコミ側がもう、なんかもう中道さんってこう完全に今、まあ、先ほどのね、小木曽さんの話でもありましたけれども、完全に嫌われてて、何やってもね、マスコミに叩かれるような状況なので、おそらくね、ヤジとかは飛ばせなかったんじゃないかと思います。またそこを切り取られてね、叩かれますからね。で、まあ、それはまあ、しょうがないとしても、どうしようもないとしても、その時間配分自分の責任でやれって言うんだったらね、予算委員長の意味ないですよね。だから、自分の責任でやるってちょっと初めて国会で聞いたんですけれども、だから野党側がそんなこと言っちゃうんだったら、あんまりもう、だから、自民党の人がね、予算委員長やってる意味がないんじゃないかって、普通に順番通り当てるだけでいいんじゃないかっていう気もしますけどね。はい。与党側ももはや高市さんに喋ってほしくないのかもしれません。西村智奈美議員の質問には予算委員長が高市を指名しなかったということで委員長もグルですね。はい。でも首長自身は早朝深夜休日の予算審議に、それは出席するんですね。でも答弁しないんだったら別に休まれてもいいような気がするんですけど。同じやないですかっていう気がしますけどね。だから自己責任みたいなこと言われても困りますよね。野党側に権限ないわけですよね。からね、みんな少数野党になっちゃって。で、まあ、公明党の私あんまり好きじゃない伊佐真一さんなんですけど、予算委員会の現場は私が望んでないのに前大臣が出席しており、事前に総理宛てで質問を通告していてもなぜか大臣が答弁に立っております。総理に質問できるのが基本的質疑のはずなんですが、また国会の日程も総理の答弁機会を減らした予算委員日程を与党は強行しております。国民の皆さんから見れば野党の質疑なんて短くても良いのではないかと思われる方もいるかもしれません。でも与党も野党も経験した私からすれば、例えば今回防衛予算増は賛成ですが、そのため所得税増税は理由が立たないと先週質疑いたしました。総理は答えてくれませんでした。そういうところを野党が追及しないと国民の皆さんの税金が負担されることになってしまいます。いろんな視点で予算を議論しないと独断で何でも好きなことができるようになってしまいますし、国民生活に支障がないよう暫定予算も全面協力すると公明党としては言ったんですがダメみたいですと。言うみたいですね。防衛に関してはね、ほとんど自民党と大差ない伊佐真一さんだと思うんですけど、彼がこんな風に弱音を漏らすっていうのは、相当な事態だなと思います。やっぱり何言っても通じないんだなと思いますね。で、朝日新聞がまとめて書いてくれてるんですけど、13日には、与党の質疑終結を提案しているそうです。で、これもなんかね、朝日新聞が卑怯だと思うんですけど、野党反発じゃないでしょって、立法府の死だって言ってるんで、まで言われてるわけですから、これは本来、朝日新聞が高市さんに対して言わなきゃいけないことですよ。高市早苗首相が今年度内の成立を目指す2026年度内の当初予算案の審議をめぐり、与党は2日の衆院予算理事会で採決に向け12、3日で動員で締めくくりをすると、終わらせるというようなですね、ことを言ってるんですけど、先ほどのね、伊佐さんのコメントにもあるように、ほとんどね、まともに高市さんが答弁してないような状況なわけで、ノー議論で進んでるわけですね。確かに、最初から自民党が圧勝したので、ノー議論で進んで、数日短い期間でですね、予算も決めてしまうだろうということは最初から言われていたことではあるんですけど、その予想通りに、ちょっとなってしまっているということですね。で、なんかとんでもないこと言ってる斉藤健っていうね、法務大臣時代にね、入管法改悪を通したやつがいるんですけど、斉藤がですね、中東情勢の緊迫化を理由に挙げ、予算審議の、予見可能性を高める必要があるので、さっさとしなければいけないんだみたいなこと言ってるんですけど、ふざけるのもいい加減にしろよって感じですね。いや、そんなこと予算の審議を短くする理由にならないでしょう。イランのことについてね、集中審議をして時間が取れなかったっていうならまだは、後から言うならわかりますけれども、先んじて言うの違うじゃないですか。だから、斉藤さん的にはね、もう強引に予算を通してしまいたいという思惑が見え見えなわけですけど、でも朝日新聞も腰が引けているし、中道も人気がなさすぎるし、ちょっとどうにもならないのかなというですね。このイランで揉めている情勢の時にですね、まともな反対勢力がいないという、ちょっと悲しい日本の状況でございました。はい。ね。そうですね。中道さんは49議席なんで、不信任案すら提出できないんですよね。議席がなさすぎるので、はい。集中審理もなしで強行採決。野党というワードのクッションを使っているわけですね。
そう、これでもしね、予算成立しなかったら、そう、野党のせいだの大合唱が行われるんでしょうね。だからそれもそれもひどいというか、まあそこまで言うとね、本当全体主義に近づいちゃうんじゃないですかって思いますよね。審議ぐらいさせろよって思うんですけど。だから立法府がね、形骸化しちゃってますよね。だから内閣だけでね、国民会議で何でも決まってしまうっていうんだったら、ね、ほとんど自民党さんだけで物事を決めてることになるし、確かに圧倒的な議席数だから、まあ衆院はどうしようもないっていう面もあるわけですけど、参院もあるわけですからね。やっぱりそのね、強行採決みたいなことはね、やめてほしいですよね。だし、新聞はもうちょっとまともに批判してください。はい。そう、斉藤健はね、法務委員会でね、だから入管のやつらとかね、覚えてます？入管の人たちとか、法務省の人たちのこう、チラチラ見ながら答弁してたんですよね。そう。ほんとこいつどうしようもないなと思って。まあ、なんか自分の意思っていうものがないんでしょうけど、だから議論苦手な人が大臣とかやらないでくださいっていう感じですね。はい。ちゅうことで、ちょっと日本の暗い状態を言いましたが、ということでですね。まあ、ただ、こういった状況の中でもですね、まあ、イラン戦争が起きてしまった以上、それの反対をしなきゃいけないわけですいません、もうちょっとで3時間になっちゃいますが、最後終わらせたいと思いますが、最後ですね、日本の、反戦の動きをちょっと取り上げたいと思います。ですね、映画壁の外側と内側の監督の川上康則さんですが、ハメネイが最高指導者になってから核兵器はイスラム法に反するとハメネイ氏は繰り返し述べ、それがイランの外交方針になってきた。イスラエルが事実上の核保有国であることがあり、イランにも核兵器を持つべきだという宗教者や軍幹部はいるだろうが、それを宗教的権威として抑えてきたのがハメネイ氏だったという事情がある。日本や欧米諸国が米国やイスラエルによるイラン脅威論だけで行っている先制攻撃戦争を支持したり沈黙するのならば、イラク戦争の教訓は何だったのかと思わざるを得ないということで、これね、だからイラク戦争の時はフセインが大量破壊兵器を保持しているという、まあ嘘だったわけですけれども、イチャモンをつけて攻撃したわけじゃないですか。でもハメネイさんっていうのは実はね、核兵器開発に関しては非常に穏健派だったんですよ。もちろんね、民衆には弾圧をしてね、何万人も殺してるし、デモ隊の人たちを殺してるし、それは絶対に許されない行為ですけれども、単なる凶悪な独裁者かっていうとそういうわけでもなく、核兵器は私どものね、イスラムの教義に反するのだと、そんなものを持つべきじゃないんだというですね、反対派だったわけですね。イランの核増強に関しては。まあ反対派というか慎重派ですかね。いうみたいな立場だったわけですね。だから、革命防衛隊がいくら、いや、核兵器持たないとね、アメリカに潰されますよってどうしたらいいんですかみたいなこと言ったとしても、いや、ダメだっつって、割と抑えてくれてたっていう立場な人だったわけですね。ただその人を、殺してしまって、イランが脅威だから潰さなきゃいけないんだみたいなことをね、言ってしまったら、核兵器持つっていうところに決断に行くかもしれないですよね。そうなったらもう、イラク戦争の時何を勉強したんですかという、アメリカにはね、100回ぐらい言ってやりたいところですけれども、当然そういう話にもなりますよね。で、イラク戦争の教訓は、大国の戦争犯罪人はハーグに送って法の裁きを受けさせないと世界を支えてきた基盤がそのうち破壊されるということでしょう。ブレア、ブッシュ、ラムズフェルド、チェイニー、パウエルらは情報が誤っていたで逃げおせました。サダムの大量破壊兵器は45分で欧州に直撃する説の誤人、これトニー・ブレアですけど、はイギリスのご意見番になり、今やね、ガザの平和協議会とかに行ってなんかうじゃうじゃほざいているわけですけれども、この辺のやつらってね、本当私も確かに当時の記憶があんまないからあれなんですけど、本当害悪ですよね。だから、イラクをめちゃくちゃにして何十万人も人殺しといて、ブッシュとか未だに存命ですけれども、何の責任も取ってないじゃないですか。で、何の責任も取らずに、トランプがああやって大暴れするのもね、座して眺めてるだけみたいな、パウエルとかもう死にましたけど、ね、何の責任も取ってないんで、だからこういう人たちはやっぱり放置し続けてきたのが、エプスタインとかの問題にもつながってんじゃないかなと思いますよね。はい。国民会議じゃなくて
会でやれよっていう話ですよね。だから自民党だけで全部決めるんだったら中国とあんま変わんないですからね。過去の過ちと学ばないですね。学ばないっていうか過ちだと思ってないんじゃないでしょうか。そうですね。やっぱりイラク戦争は正しかったって内心思ってんじゃないですかね、アメリカの人たちは。そうとしか思えないですよね、この行動。はい。そう。だからまたイランがね、核兵器を持とうとしたら、それはそれで攻撃するつもりなんでしょうけどね。それだとまた同じことの繰り返しですよね。で、まあこれが結構衝撃を与えてるんですけど、今すぐにというわけにはいかないが、21世紀の半ばぐらいまでをめどにアメリカとの同盟を手締まいにすべきではならんだろうなということをペルシャ湾の戦果を見ながら考えている。何よりアメリカが難癖をつけて外国に攻めていくっていうことをまたやり始めてしまった中で、そのアメリカに拡大抑止を我が国が依存しているという状況は、日本の安全保障に根本的なジレンマを突きつけている。そういうことを日本がしないだけではなく、他国にさせない世界の中でしか日本は安全と繁栄と独立を維持できないからこそ、ロシアの侵略を非難し、ウクライナを支援し、対ロ制裁を私たちはやってきたのであって、ここでアメリカの振る舞いをあっさり受け入れるというなら、それはダブスタの措置には免れまい。今世紀の半ばに向けてアメリカの同盟を手締まいにしていくと昨日言ったのはそういうことですと、いうことで小泉悠先生なんですけどまあこの方がね、やっぱりこれ匿名アカウントなんですけれども、まあ小泉さん本人です。やっぱり言ってるのは結構まあ右派界隈の人たちにすごい衝撃を与えてるみたいで、みたいなですね。いや、小泉さんさすがだって、小泉さんは正しいっていう人とね、お前、裏切りやがったらみたいな感じで、まあ、右派の人が揉めてるのは別にどうでもいいんです。正直どうでもいいんですが、すみません。まあずっとウクライナを支援してですね、まあ保守派寄りのまあ見解からですね、いかにまあ軍事的なね、安全保障をやっていくかみたいなことを論じている人なんですけれども、その人がですね、よりによってこの世で、この日本で今、日本のそういうインテリジェンス界で一番言わなそうな人が、アメリカとの同盟は手締まいにした方がいいって言ったんですね。すごいなっていう。まあでもそう思いますよね。やっぱりウクライナのことをまともにコミットしてたら、そう考えざるを得ないと思うんですよ。だって、めちゃくちゃじゃないですか、トランプ。だから、ここまでめちゃくちゃなことされて、ね、ウクライナとのね、約束もいろいろ保護にするようなことをやられまくって、ね、黙ってるんだったら、まあ、そもそもね、ロシアの侵略を非難してたことの意味もないし、ダブスターでしょっていうですね、まあ、当然の見解じゃないかと思います。私もだって、まあ、最初にね、配信の最初に言いましたけど、そもそもだからみんな学校は標的じゃないんだよって言ったのはマリウポリの劇場の爆撃の事件があったからじゃないですか。これで世界中がね、衝撃を受けて、なんでこんなひどいことするんだと。子供たちを爆撃していいと思ってんのかってね、あの時みんな叫んだはずなのに、なんかイスラエルに対してはだんまり決め込んでるから、まあ同じようなことがまた起きてしまったわけですよね。だからそういう歴史の流れを考えればですね、小泉さんがこういう見解に到達するのはですね、遅かれ早かれ必然だったんじゃないかと思いますし、まあトランプが悪いと思います。はい。そう、こういう立場の人が言ったからは衝撃なんですよ。左翼だったらね、別にね、それは言うでしょって感じですけれどもね。だから小泉さんが言ったので、さすがにみんなびっくりしているというか、まあ、右派界隈はなんか、だいぶ分裂して衝撃を走ってるみたいなんですけど、まあ、これを機会に考え直していただきたいですね。はい。高市さんも野党議会には国会審議重要とコラム書いてたんですね。あ、そうなんだ。日本共産党は同じことをずっと言ってたのにね。もちろんね、日本共産党さんもそうですし、私みたいな左翼は一貫してそういうこと言ってるので、別に言ったところでね、いや、いつもあなた言ってるでしょっていう感じなんですけど、まあ、よりによって一番言わなそうな人が言ったっていうことでショックを与えたわけですね。小泉純一郎、ブッシュと仲良さげでしたもんね。まあそうですね、ブッシュとは良好な関係でしたからね。だからイラク戦争の時もなんかね、自衛隊はやって、なんか派兵させたいみたいなこと言いまくりやがって、あれも厳密には憲法違反ですよ。ね、結局まあね、限定的派兵をしたわけですけど、イラクの大量破壊兵器といい医療に必要な遠心分離機でさえ使いさせなくなかったことを知っていますというですね。はい。だからね、やっぱりアメリカはあの時めちゃくちゃやったことをなんで反省したいのかなっていうね。
まあ、その後ね、もちろん日本がね、どういうふうに同盟組んで、じゃあ国防どうすんだっていうね、今アメリカに頼りっきりなのどうすんのかっていうのはこれから考えなきゃいけないことだし、そのね、小泉さんは当然ね、軍事リアリストなんで、ね、これからどういうふうにやっていくのかっていうこともある程度考えた上で、まあ半世紀っていう、21世紀の半ばだから2050年ですか？あと20年ぐらいで、まあアメリカと同盟やめましょうみたいなことを言ってんじゃないかと思いますけどね。うん。で、こちらは左派の宇野茂樹先生ですけど、極端なことを言いたい放題語ることを自由だという人々が跋扈する時代に自由とは何かと聞かれました。同じ日にハリソン・フォードが互いを支え合い、可能な限り他者を高めること、居場所を求める次の世代のために扉を開け続けること、そのような責任ある自由と語るのを聞いた。付け加える言葉はありません。ということで、まあ、左派というかですね、まあ、理念的な見解としてはこれが一番正しいんじゃないかと思います。まあ、イランだから、なんか北村とかはね、イランの人たちを自由にするために攻撃するんだみたいなことを言ってますけど、イランの市民の皆さんに尊厳を与えない形で自由っていうことはありえないですからね。はい。だから戦争すれば自由になるみたいなのはね、本当ばっかの嘘なので、やめていただきたいなと思います。はい。で、抽象的で曖昧な言葉でどんなまやかしの限定をつけようとも一旦戦争のできる国になってしまえばどのような運命をたどることになるのか私は歴史に学ばなければなりません。戦争できるのにしないのは非常に難しくできると追してしまうことになる危険性が極めて高いのですと。ということで、これ、高畑勲さんのね、遺作というか、以前の、書かれている本ですけれども、まあ、その通りだなと思います。なんか、イスラエルのざまを見ていると、なんか、日本が救助を発揮したら、なんか、こういう国になるんじゃないかなという、私も思いで今見ているんですけれども、まあ、ああいう風になる危険がある以上はですね、やっぱり、なんでしょう。いきなり国防自体をね、拡大するとして、国防力自体を増強するとしても、そこから一足飛びにですね、やっぱりアメリカと戦争に参加するっていうことはしてはいけないのかなと思いますね。今月ハメネイ師を最高指導者とするイラン現体制による政治的弾圧や死刑をテーマにした映画の上映会を取材した時の記事ですと。ね、これ左派でね、芝木隊とか言われてる有名な神奈川新聞の矢部慎太さんっていう方なんですけど、現在のイスラム体制はまさに人々の命や自由を奪い続けてきました。昨年12月以降の反政府デモでは3000人を超える人々が犠牲になりました。当局は武力で市民を弾圧し殺していました。私も2022年にイランでマフサワニミさんが犠牲となり広がった女性人生自由運動が渋谷で展開された時、在日イラン人を取材して体制転換を願う声を聞いてきました。ですので現体制の極悪非道な行いは非難するほかありません。しかしアメリカ・イスラエルによる国際法違反の力による現状変更も糾弾されるべきです。この攻撃によって何の罪もない子供や多くの民間人が殺害されました。力による制裁はさらなる報復を繰り返すことを助長させるだけであり、戦争の泥沼から抜け出せなくなります。イラン現体制の批判とアメリカ・イスラエルより一方的攻撃、そしてこの戦争に反対の意思を示すことは両立しますということで、まあ、左派の天本的な見解としてはこれなんじゃないかなと思います。当然ですね、イランの人権抑圧は容認されませんし、まあ、ハメネイがいなくなったところでそれが大きく変わるわけでもないと思いますので、残念ですけれども、もっとひどくなる可能性もあるわけですよね。だから、そのイラン市民を守らなきゃいけないのは確かですけれども、まあ、それはね、軍事的侵略などの手段によるものではないと。あくまでも、イラン市民のですね、自由と尊厳を守らなきゃいけないというところが前提で、考えていかなきゃいけないのかなと思います。はい。日米同盟はね、やっぱり対等の立場じゃないっていうのがね、やっぱり依存的な関係であることがやっぱり問題ですよね。それはね、まあ小泉さんみたいな人が一番分かってるんじゃないかとは思いますよね。そう、自由を語るときに責任が抜け落ちてるんですよね。そう、だからなんか何でもかんでもやって好き放題やっていいっていう、なんかそれは無責任な自由ですからね。そういう自由からはやっぱりこういう結論は導かれないんじゃないかなと思います。はい。イランの体制転換はそう、イラン人民に言ってね、基本成し遂げられなきゃいけないですからね。やっぱり左派は、そういう運動を応援していくべきじゃないかと私は思いますね。はい。カナロコさんはやっぱりこういうことを言ってるし、こういうね、運動に取材してるのは本当は偉いと思います。神奈川新聞さんを私は応援しております。で、最後に、奪われた小さき子供を思うとき、涙の粒に怒りが溢れ。これ、まあ、単価なんですけれども、
やっぱり今回もね、私も相当霊障家の人たちに頭に来てたので、ちょっとこういう長大な配信になってしまったんですけども、やっぱり今回ですね、向こうのね、小学生の人たちの命が奪われたっていうことの怒りっていうのは忘れちゃいけないと思います。決して忘れてはいけないですし、それはね、ガザで亡くなってきた子供たち、大人もですけれども、殺されてきた民間人の人たちに対する怒りっていうものですね、戦争の理不尽に対する怒りですよね、に対して、ずっと忘れてはいけないことなんじゃないかなと思います。ありとあらゆるね、戦争に反対するってなかなか難しいですし、私もね、スーダンとかミャンマーのことにどれだけコミットできてるのかといえばね、あんまりコミットできてないわけですけれども、だから限界はあるわけですけれども、やっぱりこういったね、世の中の理不尽なことに対する怒りっていうのを、戦争反対派はですね、ちゃんと保ち続けて、その上でですね、現実的な政策をどうしていくかっていうことが議論されるべきじゃないかなと思いますね。はい。戦争に備えるために軍拡をすることになれば、いずれ戦争を始めることにつながりかねません。複数国間で何かあった際には、まず第1、第2、第3に外交での対決が必要です。戦争による防衛は最終手段の中の最終手段です。そうですね。はい。だから結局ね、外交の失敗というか、以前のね、中盤ぐらいでも取り上げましたけれどもですね、複雑に絡んだ抑止っていうのがですね、外交と、軍事とですね、複雑に絡んだ抑止っていうのを考えたときに、国内の不満とか、排外感情だとか、戦争をね、やりたいっていう、イスラエルの人たちみたいにね、とにかくイランを潰さなきゃいけないみたいな憎しみが充満してると、止められる戦争も止められないわけですよね。逆に内政が安定していて、市民の間にですね、戦争が嫌だっていう気分が高まっていれば、戦争に対する怒りがあればですね、また違う政策が、実現されることだと思いますので、そういう意味ではやっぱり内政が一番重要なんじゃないかなというふうに思います。ね。衆院の定数削減についても自動規定に組み込まれるのは比例のみの45議席に、それもね、大変な問題ですよね。だから自動的にやっぱり45議席にするっていうのは、ちょっとどういう論理でそうなるのかっていう、維新が提出した当時からそれ言われてたと思うんですけれどもね。だからますますやっぱり少数派の意見が届かなくなるような政治はやめるべきじゃないかと私は思いますね。はい。ということでですね、すいません、3時間ぐらい経っちゃいましたけども、本日もお付き合いいただきありがとうございました。ちょっと戦争に関わるヘビーな内容でしたが、よかったら高評価、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、皆様ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ということで皆様本当にお疲れ様でした。遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。で、今週の予定なんですけれども、すみません、いろいろあって、スケジュールをポストしてなくて申し訳ございません。ちょうど配信直前に気がつきました。すみませんでした。申し訳ございません、皆様。ですね、金曜日の予定なんですけど、ちょっと予定変わっちゃいまして、なんかね、何やろうかなって思ってます。ちょっと状況がね、いろいろひどいので、これからもまたね、政治的になんかいろんなニュースとか、イラン戦争のね、動きがあれば、またフリートークとかさせていただこうかなとも思うし、もしかしたら、なんかね、ゲームやったりとか、何かしら違うことをやるかもしれません。で、土曜日はいつも通りですね、スカーレタ・クローワルツで、風花さんと一緒に、カラスマゲーミングの続きですね、ビホルダーの続きやらせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。後でですね、ちゃんと、スケジュールの方もですね、明日ぐらいにはですね、ちょっと完成させて投稿しておきますので、よかったらそちらもチェックしてください。あとメンバーの方にはですね、メンバー限定で今アンケートもちょっと取らせていただいているので、よかったら投稿の方からそちらもチェックしてみてください。何があっても民主主義乾杯とお疲れ様でしたということで、ありがとうございました。ありがとうございました。戦争、紛争、差別、虐殺、独裁に反対ということでですね、戦争、断固拒絶、お疲れ様でしたということですね。はい。だからね、戦争反対なんて意味ないって冷笑する人たちがなんかたくさん湧いてきてますけども、そんなことないですからね。全然意味あるからね。基本的に国の内政がね、やっぱり基本
的にその国の方針になっていくわけですから、まあイスラエル見てればわかりますよね。だからああいう風にね、戦争するのが当たり前だってみんな思ってたらね、それは戦争ばっかりしてる国になるんですよ。まあ当然の話ですよね。だけど、まあ、なんかイランの件を見ててもね、やっぱりイスラエルみたいになっちゃいけないなと思うので、あれを反面教師にしてね、やっぱり頑張らなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。うんうん。社民主義は民主社会主義にフォーカスした配信。ありがとうございます。リクエストありがとうございます。なんか、だいぶあれだな。私ごときあれできんのかなというですね。でもそうですね。私も一応社民主義者を名乗らせていただいているので、そうですね。まあ、社会民主主義の思想ってなんか、社会主義と共産主義とかと違いとかで、誤解されがちだし、そうですね。そういうことにフォーカスした配信すべきですね。ありがとうございます。リクエストありがとうございます。ちょっとそういうね、企画配信とか最近全然時間なくてできてないんですけれども、ですね、今後も皆さんもですね、よかったら、してほしい配信とかありましたら気軽にリクエストください。いや、ほんと霊障無意味ですよ。ほんと本人が気分良くなるだけだから、霊障してる人はやめてください。はい。ということで、本日も配信お付き合いいただきありがとうございました。またスケジュール投稿させていただきますので、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。戦争反対。お疲れ様でした。